これ言い過ぎるとネタバレになるんだけど、進撃の巨人のマーレ編が好きな人は多分好き。皆さんこんにちは、きよです。お久しぶりです。今日は本棚の紹介の動画を撮ろうと思います。本棚紹介は前に1回撮ったことがあるんですけど、今回最新版ということで久々に好きな小説とか漫画とか、あと小物たちとかを紹介できればいいなと思います。で、前撮った時よりも本棚が1個そこに増えているので、そこはまだちょっとスカスカなんですけど、改めてどんな本が入っているのかっていうのを皆さんにシェアできたらなと思います。お久しぶりの撮影なので緊張してますが、マイクも買ったのでではレッツゴー。まず愛用しているこの本棚自体を紹介します。この本棚はベルメゾンで購入しました。こだわったポイントは、なるべくここの奥行きの幅が狭いこと。なんか部屋がワンルーム 1K なので、あんまりここまで分厚い本棚だとお部屋が負けちゃうかなと思ったので、幅が17センチしかないものを買いました。で、こだわったポイント2つ目は、上が後で写すんですけど、突っ張り棒タイプになっていて、で結構私東京に住んでるんですが、ここ引っ越してきてから震度5の地震とか割と大きめの地震があったこともあるんですけど、無事に1回も倒れずここまで来ています。なのでこの本棚結構おすすめです。で、ここの幅とかも自分の好きな幅に決めて組み立てられるので、大きい本がいっぱいある人はなんか幅が大きい棚をいっぱい作ればいいと思うし、文庫本中心だよっていう人は細い幅の棚を作って、ディスプレイの方法とかを自分で考えて楽しく組み合わせられるのがとってもいい本棚だなって思います。これベルメゾンのリンクを概要欄に貼っておくので、もし気になったら見てみてください。本棚の縦の幅を決められるって話したんですけど、私は隣り合った本棚の縦幅がちょっとちぐはぐになってる方が可愛いかなと思って、あえて揃えずに作りました。で、こっちは漫画が入る幅にして、こっちは上に大型の雑誌とか画集とかそういうのも入るサイズ感にしました。で、床で組み立てる時にここの横の穴を数えて、穴にちょっと本をスッて合わせてみて入るかなっていうのを考えて作るのがいいと思います。で、さっきも言った突っ張りタイプのところはここなんですけど、ネジがあって、これは、定期的にやっぱちょっと緩んできちゃうので、なんかちょっと緩んできたなって思った時に素手でキュキュって回して締めることができるので、気づいた時にやれば倒れてくることもなかろうというとってもいい本棚です。では中身の紹介に参りますか。じゃあまず一番右側の新しく買ったばっかの本棚から紹介します。上と下がまだスカスカで、真ん中とその1個下の段だけ入ってます。で、この棚のコンセプトはもう一発で分かる通り、クランプ先生の作品をたくさん並べています。クランプ先生とっても好きなんですけど、前作は読んだことなくって、でも大きい本棚が手に入ったので、これを機に集めようと思っていっぱい集めました。でね、ここのこの糸型の紐型のライトがあって、ここにカードを挟んで飾ってるんだけど、これはね、光らせられる。ちょっと面白いカーニバルになってしまうんだよね。そう、これね、もうちょっとしっとりした感じの棚になるかなって思ってたんだけど、ちょっと面白い感じになってしまって、これはこれでありだなっていう感じでずっと続けてます。この本棚のクランプ先生コーナーを作った時の Vlog がちょっと前の動画で上がってるので、もし気になった方は見てみてください。美しい。エクセレント。じゃあカメラをちょっと手持ちに切り替えて、入っている漫画の紹介をしようと思います。まずこれから
れは青伝という漫画でクランプ先生の商業デビュー作です。で、私は愛蔵版を持っているんだけど、もう当時の初版は全部もうなくなっちゃってて、でなるべく綺麗な状態のものを探して買いました。表紙めっちゃ綺麗だよ、見せてあげよう。すっごい綺麗じゃない？もう本当に美しくて、今のクランプ先生の絵柄とちょっと違うんですよね。今の絵柄がこのカードキャプターさくらみたいな。でもなんかクランプ展に行った時に作品によって画風をかなり変えているっていうのが書いてあって、このさくらの連載が始まった時も結構昔というか私が生まれた時ぐらいだと思うんだけど、そのタッチを少女漫画風に変えたっていうのを展示に書いてあったので、本当そんな器用なことができるすごい作家さんだなと改めて思いました。でこの聖伝はどういう話かっていうと、仏教がモチーフになっているお話になってます。で私はクランプ先生の作品は一貫して愛情がテーマになっていると思うんだけど、この聖伝に描かれている愛情の形っていうのはクランプ作品の中でも結構激しいというか、激しい展開と激しいセリフの中にクランプ先生が思う愛情の形がちょっと展開厳しいことも多いんだけど、なんか愛の形が繊細に描かれててとっても素敵だなと思います。いやー美しいね。でこの聖伝の上に飾ってあるものが何かというと、クランプ展をこの間去年の夏東京でやっていて、で最近関西でやってて、それももう終わったのかなっていうタイミングだと思うんだけど、大きいクランプ先生の今までの作品の集大成というかいろいろ集めた展示が行われていました。その曜日代わりのチケットです。絵柄これは X と東京バビロンのスバルちゃんですね、主人公。なんかチケットなのに銀の箔押しがされてて愛されてるなっていうのが分かって、とってもいいなって思いました。でこれはクランプ店で買ったカード、トランプカードの箱です。箱かわいいから飾ってる。トランプが半分入ってます。もう半分のトランプはどうしてるかっていうと、このカードディスプレイの半分がトランプになってます。アルカナカードっていうクランプ店のグッズとクランプ店のグッズのトランプ、これもトランプ。こっちには翼の近くには翼のキャラクターのファイ君のトランプを写ってます。黒様がいて、これは東京バビロンの双子の北斗ちゃんとスバルくんで、その流れでお隣に行きますか。お隣はここにはクランプ店で買ったアルカナカードというグッズを飾っています。結構大きくてね、カードキャプターさくらに代表されるようにクランプ先生といえばこういうおしゃれワクワクカードだと思うので思わず全種類買ってきました。なんか今ファイを飾ってるんだけど、気分によってその好きな絵柄のものを入れ替えたいなって思った時にこう新しいの出してこう見えるようにしてます。ゆうこさんでもいいね。ゆうこさんもかっこいいから。やった。でここには、ちょっと行き場がないシールなんだけど置いとくだけでも可愛いかなということで、さくらちゃんのシールだけこっちに出してます。いろいろとね、本棚がもっと大きくなった時に飾る場所が増やせていけたらなって思います。で東京バビロンの新装版と X の新装版、私はクランプ店に行くまで東京バビロンと X はその未完、東京バビロン終わってるけど地続きの X が未完だっていう噂を聞いてて、ちょっと連載再開が難しいってファンの人たちがみんな言ってたんで敬遠してたんですよ。敬遠してたんだけどこの後ろにある大きいこれジグソーパズルなんだけど、ジグソーパズルのこれクランプ店で買ったグッズなんだけど、これを見た瞬間欲しくてしょうがなくって、あまりに絵が美しいと思って、このねカムイくんの目の輝きがとっても綺麗で、私はこのパズルを買って帰らなきゃいけないと思って買って帰って、でこれは X の登場人物の2人なのでちょっと X も読まなきゃなと思って、年貢の納め時だと思ってバビロンと X を買いました。でも X に関してはもう続きが読みたくてしょうがない。もうこの2人の人間関係もそうだし、その女の子たちもどうなるのかっていうのがもうすごい気になるんで、東京バビロンも X もファンタジーで東京を舞台にしています。でこれ新装版なんだけど、なんかすっごいおしゃれで、
表紙は今のクランプ先生が描かれた絵柄だから、ちょっとジグソーパズルの絵とは違ってるけど、もう着せてる服から構図から色使いも本当におしゃれすぎて、こんな素敵な本を出してくれてありがとうっていう感じ。X もね、凛々しさ変わらず、この黒に金のインクの印刷が、とてもかっこいいと思う。なんか同人誌を自分で出すオタクはちょっと共感してくれると思うんだけど、なんか想定が素晴らしすぎて、作品の雰囲気をまた一段と高めてくれる本だなって思います。東京バビロンも X も東京を舞台にしたファンタジー作品です。で、私はクランプ先生が描く東京がすっごく大好きでなんかその理由がうまく言葉で説明できるかなって思うんだけど、なんかね、今の2025年とか2020年代2010年代の私がリアルに生きてきた東京のイメージではちょっとないなと思っていて、ファンタジー作品だし創作だから当たり前じゃんって思うかもしれないんですけど、これ作品が描かれたのが多分結構バブル崩壊直後というか、日本が経済成長を遂げて、バブリーな景気がいい時代があっての、そこからその景気がいい時代をちょっと引きずりつつの、バブルは崩壊しているけれどもまだ日本の元気さが若干残ってる時に書かれた作品だと思うんですね。でそれで東京がなんていうか今よりもキラキラしてて、それ以上にギラついていて、欲望の街みたいななんかその何でもあるし何でもできちゃうし世界の中心になるんじゃないかっていう街の雰囲気を残しながらクランプ先生が描いている気がしていて、だからなんか今のその東京のイメージよりもより一層なんか華やかで派手な東京が描かれているので、それがその先生が描く結構厳しめな展開というか、ファンタジーで人がザクザク傷ついたりとか亡くなったりっていう展開と、合ってるなっていう感じがして、それがすごいワクワクさせてくれて大好きです。でね、X は陰陽師ものなんだけど、こういうキャラクターが素敵な、もうファンタジー好きな人にはたまんないようなお衣装を着てたりとか男女ともに美男美女しか出てこないので目の保養になります。あともう単純に話の続きが気になりすぎる。死ぬまでに読めたらいいなと思うんですけど、クランプ先生のご都合というかが一番なのでX と東京バビロンは直接の続編というか、地続きなんですが、 X ちょっと未完なの怖いなって人はバビロンだけでも読んでみると、なんか初期のクランプ先生のギラギラ感というかが味わえていいかなと思います。私もまた勝手にバビロンも X もやっぱり愛情をテーマにしているお話だなと思うので、なんか好き好き大好きみたいな単純な愛情、単純でこうキラキラしてるだけの愛情が愛なんじゃなくって、ちょっとドロッとした感情とか、なんかどうにも愛があっても他のものがどうにもならなくてどんどんこじれていくみたいなことが展開の中でいくつも散りばめられているので、クランプ先生が思う誰かを大事に思う気持ちっていうのはこういうことなんだよっていうのが分かりやすいいい作品だと思います。じゃあお次はですね、こちらカードキャプターさくらのコーナーに行きます。何を隠そう、クランプ先生の作品の中で私が一番好きなのはカードキャプターさくらです。で、なんかアニメがすごいやってた時代と実は若干世代が違うので大人になってから読んだんだけど、これがその昔連載されてたさくらちゃんたちが小学生だった時のファーストシリーズの愛蔵版です。特装版かな。なんか動画内でもちょこちょこ出てくるんだけどめっちゃ可愛い。ちょっとシワになっちゃってる。なんか今のクランプ先生の絵柄のさくらちゃんなので、なんか昔よりもちょっと大人っぽい印象になるかなって思うんだけど、中身は変わらず昔のカードキャプターさくら、小学生だった時のさくらちゃんのお話が入ってます。でこの金のね、金というかピンクゴールドっぽい白押しが本当に贅沢で可愛い本だなって思います。だからこう気が向いた時にこう出してこうやってね飾ったりとかしても楽しい。じゃあカードキャプターさくらの魅力を私はカードキャプターさくらはテーマは何ですかって聞かれたら、これもさっきのクランプ先生の作品と同じになっちゃうんだけど、
愛情というか愛することがテーマだなって思います。で、話の大枠としてはちょっと若干ネタバレになっちゃうかもしれないんで、ネタバレ絶対嫌な人はスキップしてほしいんだけど話の大枠はこのさくらちゃんという女の子がお父さんの書庫からある古い本を見つけて、でその本をこうパーって開いた時に中からカードがバーって出てきちゃって、それがなんかされてた魔法のカードなんだけど、それがそのさくらちゃんが住んでる町にいっぱい広がっていっちゃったから、さくらちゃんがそのカードを慌てて再び集め直すみたいな、だからカードキャプターさくらっていうタイトルになってます。その魔法のカードはなんか水の力を持ってたりとか、なんか火の力を持ってたりするから、放置すると事故が起きたりその町で大変な事件が起きちゃったりするから、さくらちゃんが急いで変身してこの魔法の杖を持ってこれを使ってカードを集めてもう一回封印に戻すっていうお話が大枠なんだけど、なんかその中で描かれてる人間関係がとっても優しくて、あと多分だけど私が感じ取ったこのカードキャプターさくらの裏テーマというか、そのテーマの一つにどんな形の愛情も否定しないっていうのがある気がしていて、例えば、ここからちょっとネタバレ味が強くなるんだけど、このさくらちゃん、ヒロインのさくらちゃんと転校生のシャオラン君って、シャオラン君も魔法みたいなことができるんだけど、この2人協力してカードを集めたりするんだけど、ここはヒロインとそのお相手の男の子みたいな感じでいずれくっつくんだろうなって思って、読む人が多いと思うし、ここはとっても可愛い関係性で、もう中学生編になってもラブラブでとっても素敵なんだけど、なんかそれ以外にこのさくらちゃんの親友のともよちゃんっていう子がいて、この子はさくらちゃんのことを常に応援してて、そのさくらちゃんのお着替えの魔法少女の洋服とかもともよちゃんが作ってたりとかなんかさくらちゃんが運動会とかで活躍してるのをもうなんかともよちゃんがオタクみたいにビデオカメラでじーっと撮ってて、さくらちゃん素敵ですわみたいな感じで応援してる、なんかここはここでとっても可愛い親友同士の2人なんだけど、なんかある間でなんかすごい切ないことが判明して、このともよちゃんは実はさくらちゃんのことをお友達としても好きだけど、それ以外の感情としても好きだけど、さくらちゃんに一番に幸せになってほしいし、さくらちゃんの自由にというか、さくらちゃんが幸せな人生を歩むことが第一だから、その気持ちは言わないでおくって決めてるっていう女の子だったりします。で、そういう描写があった後にともよちゃんが確かシャオラン君だったかな、なんか他の子に自分の気持ちを打ち明けるんですよ。さくらちゃんのことがなんか実はお友達以外の感情で好きだけど見守っていようと思うみたいなことを打ち明けた時に、その後の描写が私はすごい好きで、誰も女の子同士なのにって言わないんですよ。女同士なのになんでとか変だよとかレズビアンの子だったんだねとかいうふうに言わなくて、なんか現実世界だったら多分区切りとかなんかセクション分けって言ったらあれだけどアイデンティティの確立とかのためにも必要な部分があるだろうし、制度拡充のためにもなんか今はまだ必要なくっきり性的指向について区切ることが必要な時代だと思うんだけど、あくまでファンタジーのカードキャプターさくらの世界ではもう誰がどういう性別の人を好きになるかとか、なんか性自認がどうだとかっていうのを気にせずとも当たり前に、私はこの人のことが好き、私はあの人のことが好き、僕は、例えば彼のことが好きだったとしても、周りが自然と受け入れる体制が整ってる世界というか、疑問に思わない、誰が誰を愛そうとも疑問に思わない世界が描かれていて、なんかそれがすごいクランプ先生が描く、なんか最大級の優しい世界というか、誰を愛するにも自由っていうのが、さらっとね、説教臭くなくさらっと描かれてるのがとっても素敵な漫画だなって思います。なんかもちろんファンタジー的な部分の展開、なんか結局カードは集まるのかとか、裏にどういうなんか大魔法使いの人がいたりするんだけど、さくらちゃんは無事に帰ってこれるのかとか、そういうところでもドキドキハラハラさせてくれるし、あとは人間関係の愛情のテーマも細かくというか優しくさらりと描かれていて、そういうところがおしゃれだなって思うし、素敵だなって思います。でも愛情の関係というか、人間関係って時代によって価値観が変わっていくし、なんか今の時代だったら普通に法律に引っかかって
て犯罪になるんじゃないかみたいな、例えば未成年淫行とかねあるんだけど、そういうのは一旦置いといてっていう、包括的に全ての愛を肯定しようみたいなのがカードキャプターさくらの世界線だと思っていて、なんでちょっと現実とは区切りをつけて聞いてほしいんだけど、例えばさくらちゃんのお父さんとお母さんすごい仲が良い夫婦で、なんかいいエピソードがいっぱいあるんだけど、お母さんはすでに亡くなってしまっていて、お父さんがそのさくらちゃんとさくらちゃんのお兄ちゃんを男手一つで育ててるみたいな感じなんだけど、なんかここ教師と生徒だったんですよお父さんとお母さんが。なんか教師生徒ものの少女漫画ってあるけど、なんかちょっと禁断みたいな感じで描かれることが結構多いと思うのね。でもカードキャプターさくらではその2人の出会いについては詳しくは描かれてないけど、お父さんがすごい穏やかな気持ちでこのお母さんのなでしこさんのことを愛しているっていうのが分かるし、なんかいちいち誰もそこの関係に突っ込まないっていうのが、カードキャプターさくらの世界だとその教師生徒だろうとみたいに言われない世界線だから、読者もスッと受け入れられるというか、あくまでファンタジーなのででもなんかそういうなんか細かい、こういう関係性でも愛していいんですよとか、こういう性別同士でも愛していいんですよっていうのが一個一個肯定されてる感じなのがすごい好きで、あと言い方悪いけどキモくない、なんかその犯罪集がしないなんて言えばいいのか、多分現実でやると生々しくなっちゃうと思うのね。でもこのクランプ先生の柔らかな絵柄と、そのファンタジー世界であるっていう魔法があったりっていうのでうまくバランスが取れてる奇跡のバランスの漫画だなって思います。であともう一冊持ってるのが、これがさくらちゃんとさくらちゃんのお兄ちゃん、高校生のめっちゃイケメンのお兄ちゃんとうやくんと、とうやくんの親友のゆきとさんで、さくらちゃんの初恋の人はこのゆきとさんなんだけど、ちょっとネタバレだけど、これもそのさくらちゃんはある間でゆきとさんに振られてしまいます。告白するんだけどね、すごい優しい振り方というか、ゆきとさんの優しさがすごい出ている回だった。とてもいい話だなって思うんだけど、このゆきとさんは実はそのお兄ちゃんのことが一番大事に思っていて、でこのお兄ちゃんも、ある展開、もう話の重要な展開でそのゆきとさんに自分が持ってた大事な力を全部あげてしまうっていう展開があって、そこの根底に敷かれてるものもやっぱ愛情なんですよ。だからその男子高校生同士とか、その教師と生徒でとか、なんか女の子が女の子に片思いしてるとか、なんかそういう一見、珍しいなって思うようなことでも全部肯定して描かれてるいい作品だなって思います。なんでぜひ読んでみてください。私はこの特装版がおすすめなんですけど、昔出てたちっちゃい普通のコミックスサイズのやつも表紙がとってもなんか仲良しの表紙だなっていう感じで可愛いので、本屋さんで見てみてもらえると嬉しいです。カードキャプターさくらといえばこういう可愛いカードがいっぱい出てくるんですが、なんでそのカード系の付録というか特典が結構今までも多くて、このポーチとこの中にぎっしり入っている可愛いさくらちゃんのカード、さくらちゃんのトランプカードは確かねこっちの特典だったかな、そのクリアカード編、中学生に上がった時編のなんかの特装版だったと思います。どっかの Vlog で紹介してるはず。これねかわいいね、ほんとかわいい、かわいすぎる、かわいいかわいい素敵すぎるんだよな。エリオル君と後ろにいるのは誰でしょうねみたいな。この中からこれもかわいい、この2人ね尊いんですよ。この中からこのカードスタンドに飾るなんかものを選んで気分によって変えてます。私はその応援されたいのでチアガールのさくらちゃんを今飾ってます。ちょっと新しいのにしてもいいかな、今せっかくだしね。このカードスタンドは Amazon で買ったんだけど、こうピッて取っても長い間こう刺しててもカードの跡がつかないという優れものです。なんか何回かそのどこで買いましたかみたいなコメントに質問にお答えしているんですが、今回は概要欄にこのカードスタンドのリンクを貼っておくので、ぜひ気になった方は見てみてください。どれにしようかな。かわいい。じゃあ今2月でバレンタインも近いのでハートのさくらちゃんにします。かわいい。
じゃあ次がこのクランプコーナーの下にある全然整ってないまだやわやわの赤ちゃんの棚を紹介します。これは結構最近買った小説たちと、あとこれは親友が貸してくれた三浦靖子さんの爆笑エッセイなんだけどこの辺はね割と最近ぐらいに買ったお話でちょっとね他の本棚の場所に入る場所がなくなっちゃったんで、小説集めてるコーナーとかにもなんでこっちに並べて、小説が増えたらどんどんこっちにダーって行こうと思ってます。じゃあこの中からね、もう大体全部読んだんだけど、大体っていうか全部読んだんだけど、中でもすごいおすすめのシリーズを3つ紹介いたします。どれにしようかなじゃあ割と最近買ったものからで、なおかつ昔から知ってたお話を紹介します。これは柳浩二先生のジョーカーゲームという作品です。でこれねアニメ化したのよ。10年前ぐらいかなにアニメになってるから、見たことある人ももしかしたら結構いるんじゃないかなって思っていて、どういうお話かっていうと、その第二次世界大戦中に日本にその架空のなんだけどスパイ養成機関 D 機関っていう機関があったっていう設定で、その D 機関に所属している精神肉体ともに鍛え抜かれたそのスパイの人たちが主人公のお話です。なんかこれ結構リアルな戦争の悲惨系の物語とかが苦手な人でも全然楽しめるお話だなって思っていて、タイトルにゲームってついているだけあって、なんていうかな、そのスパイの人たちが視線をくぐり抜けてそのみんな己のミッションを確実に全うしていく気持ちがいいお話で、そのある意味ゲーム感覚というか、その人間関係とか厳しい状況をどうやって怪しまれずに出し抜いて、で必要な情報とか必要なその戦争に勝つための要素とかを集めて帰ってくるかっていうお話になっているので、そのゲームとして作戦としてのスパイの美味しい部分だけを摂取できるというかだからそういうお話だなって思ってます。すごいねハラハラするしドキドキするし、なんか私が多分そのスパイの才能がなさすぎるせいで先の展開が本当に読めないので、もう一シーンにってびっくりするところとか、うわかっこいいってなるところがあるので、なんかねハラハラしたい人はぜひ読んでみてください。すっきり終わりますよ。なんかすっきり気持ちよく、いいもん読んだなっていう感じで終わります。でアニメの方から入ってもいいかなって私は思います。そのアニメを見てからずっとその小説の存在は知ってたんだけど買ってはなくって、面白いんだろうなって思ってて、で最近買って読んで案の定面白かったっていうことなんで、アニメから入っても小説から入っても楽しめます。でもアニメからがおすすめな人は実はいて、その男性声優さんがすごい好きな人自分オタクで声優のことめっちゃ知ってますみたいな人はアニメから入ると飛べると思う。なんかスパイにもその一人のスパイが主人公なんじゃなくて D 機関のスパイってもう何人もいるから、その何人もがそれぞれの話で主人公になるんですよ。だから各話でフォーカスが当たる人が変わっていって、でミッションの内容もガラッと変わっていって、でもちろん声優さんも変わるんですね。すんごい豪華なんですよ。意味わかんないぐらい豪華だからなんかウィキペディアとかで出演声優さんの名前見たらびっくりすると思うなのでジョーカーゲームぜひ気になった方は読んでみてください。見てみてください。ちょっとバチカン奇跡調査官行こうかな。なんかこれも昔アニメ化していて、でアニメを見てたけど小説の存在を知っていて小説は読まずみたいな感じにしていた小説で、今私3巻分しか買ってない上にこれ巻がバラバラでなんか飛び飛びでね買ってて、短編集に近いのでそんな困ったことはないんだけど、なんでちょっとちゃんと買いたい人から見たらちょっと気持ち悪い並びになっているんですが、なんかこれは1巻というか序盤の設定さえ知ってれば多分どっから読んでもある程度大丈夫なんじゃないかなっていう構成になっております。でもお話の大まかなね流れというか裏で流れてるものは多分1巻から順に読んだ方がいいと思うんで、私みたいにズボラな性格じゃない人はちゃんと買って読んでくださいでどういうお話かっていうと、この主人公がこの2人、この平賀とロベルトっていう2人が主人公です。これはちょっと人数多すぎて分かんないかな。こっちの方がいいか。この平賀、日本人の血が混ざってる平賀とロベルトっていう2人が主人公で、この2人はバチカンで働く神父です。
バチカンってキリスト教のあとカトリック系の総本山というかそういう国家なんだけど、なんかこの2人がその神父として働いているんだけど、奇跡調査官というお仕事を同時にというかしていて、それ何かっていうと、例えばマリア像から血の涙が出てくるとか、人が何も操ってないのに海の水が自然に割れるとか、なんかそういう神の御業、それから奇跡が起きた時に、彼らがその奇跡が本当に神の御業なのかっていうのを調査しに行くんですよ。神の御業だったら、バチカンとしてそれはお墨付きというか認めなきゃいけないし、神の御業じゃないんだったらなんでそういう事象が起きてるのかっていうのを、明かさないといけないじゃないですか。事件にたまに人が死んだりもするので事件につながってることもあるんでっていうので、この2人が協力していろいろ調べに行くっていうお話です。これはジャンルとしてはダークミステリーというかダークファンタジーミステリー、角川ホラー文庫っていうホラーがメインのそのレーベルから出ているんだけど、私は角川ホラー文庫のどっちかっていうとダークファンタジーよりかなっていう印象があって、なんかその中でもこの2人の関係性はなんか可愛いというか、バディものあるあるの絆もコミカルなやり取りもあってとっても素敵だし、あとこのお話の全体的に流れるゴシックな感じのイメージとか、そこはかとなくおしゃれな感じとかだからそういうのもね、読んでて気分が高まるいい小説なのでぜひ読んでみてください。じゃあ最後、ここで紹介する最後は満を持して竜の石段。めっちゃ面白かったの、本当に面白かった。これはね、本屋さんうろついてないと出会えなかった本なので、知らない状況で本屋さん行って、もう激アツのその書店のポップがあって、その書店員さんの人がバチクソおすすめみたいなことを書いてあるポップがあって、そのポップを読んで買ったんだけど大正解だった。竜の石段どういう話やねんっていう話をねちょっとしたいんだけど、さっき膝が疲れたんで椅子に座りましたなんかまだね1巻と2巻までしか出てないんだけど、その2巻まで読み終わった時に続きが気になりすぎて、明らかに続くテンションだったから続き気になりすぎて、この証言推理文庫さんのツイッターに飛んで竜の石段って検索して、そしたらなんと今年2025年新刊の予定があるっていうことだったので、今とっても楽しみにしています。ちょっと今ね情報を得てないから、もしかしたら新刊の予定も出てるかもわかんないでこの竜の石段どういうお話かっていうと、草原推理文庫には珍しくミステリのお話じゃなくてドットファンタジーなんですね。で、ありがちに聞こえちゃうかもしれないんだけど、架空の世界があって、でとっても寒い、イメージとしてはロシアぐらい寒いでっかい国が舞台で、その各国には絶対に竜がいるんですよ。各国にはっていうか、この世界には竜がいて、その竜がどでかいんですね。その目玉の直径だけで私たちの身長の何倍もあるみたいなぐらいの大きさの竜が生息しているっていう世界線で、その竜は普段海の中とか空の上を飛んでいるんだけど、その竜が体調を崩したりとか、もしくは出産するってなった時に地上に降りてくるっていう設定で、人間と竜はどういう関わり合いかっていうと、人間にとっては竜が降りてくるっていうのは大事なんですよ。例えば竜が着地しただけで山が2個3個なくなる、この爪がガッて大地をかいて山がなくなるとか、竜がその道っていうか竜がその大地を歩いただけでそこがへこんで大きな川になるとか、つまり竜は生き物ではあるけど人にとってはその自然に近い。自然災害とか言ったらちょっとネガティブなイメージになっちゃうんだけど、本当自然って災害によってその地形が変わったりするじゃないですか。人にとっては竜はそういう存在なんですよ。で、大事な資源でもある。竜が亡くなった後の、竜の油とか竜の骨とか、そういうものが人間を支える、その火を起こしたりとか文明を支える大事な資源になっているので、人にとって竜は恐れるものでもあり大事に守っていくっていう関係性でもある。竜のことを人はベースとしてポジティブな感情で接しているんですね。で、竜も竜で可愛いんですよ。まず1巻2巻もか、1巻にメインに出てくるこの緑の竜のディドーズっていう竜はおじいちゃん竜で、もう長年若干ねおじいちゃんだから体調どっか常に悪くて地上にいるんですよ。天空に飛んだり海中には行かずに地上にいて、でそのディドーズ
が人間のおじいちゃんと同じでなんか目がかすむんじゃとか爪がかゆいんじゃみたいなことを訴えてくるので、そのディドーズのお世話をする医師団っていうのがその寒いカランバスっていう国の中にいて、でその医師団の面々が竜の生態とかを研究したり、その竜が今何に苦しんでるのかっていうのを一個一個治療していくっていうのが大まかなお話で、そのおじいちゃん竜のディドーズめっちゃ可愛くて人間のことが好きなんですよね。その人間に対してなんか己人類名みたいな感じは全然なくて、なんかちょこまか動く人間のことをある種愛おしく思ってるというか、その竜のその具体的なセリフというか人語が喋れる描写はないんだけど、その竜の言葉が分かる民族がいたり、その竜の言葉が分かる民族が竜と対話して、でその他の人たちにディドーズさんは今こんなことを言ってますみたいなのを教えたりしてて、ちょっとほんわかしたというか、その竜が降りてくるとか竜がいるっていうのは大事だけど、その竜と人間の関係はほんわかしていて、とっても可愛らしくて私は大好きです。で、まだ主人公の話をしてないんだけど、その主人公はそのカランバスっていうロシアみたいなめっちゃ寒い国で生まれ育ったその男の子なんだけど、被差別民族というか差別されがちな民族で、その国ではその民族には文字も教えちゃいけないし学をつけさせてはならないっていう差別法があったりして、でその主人公、親はいないんだけど、その児童養護施設みたいなところで育って、その養護施設の先生がすっごいいい人で、秘密でその主人公に文字を教えたり竜に関する知識を教えてあげたりしてたのね。である日でもそれが憲兵団っていうかその国の兵隊さんたちにバレちゃって、でその主人公も先生も捕まるってなった時に、寸出のところで主人公が先生の手によって逃がしてもらえるんですよ。で逃がして、先生が最後言い残したのは竜の医師団に入りなさいっていうのね。もう町からは出て行ってその竜の医師団に入れば、竜の医師団は治外法権なので、その竜を保護して竜の健康を保つっていうのは人類全てにとって大事なこと、竜がなんか病気して大暴れしたら国が一個なくなっちゃうかもしれないし外交問題にもなるので、その竜を守るっていうのはどんなその政治的なことよりも一番大事なことっていうのが全世界共通事項だから、医師団にさえ入ればあなたは生きていける。で医師団に入れるだけの知識はその文字を教えたりとか竜に関することを教えたりだとかはその先生が実はコツコツつけてあげてて、主人公は必死に逃げるんですよ。でその主人公は逃げていく途中の中で、同じくお家から逃げてきた蝶がつくほどのお坊ちゃんと出会うんですね。だからその育った環境が全然違う2人が2人ともそれぞれの動機を持って竜の医師団に入りたいっていうところから始まって、そこからお話がどんどん展開していくので、なんかいろんな民族が出てきていろんなしがらみがあって、で可愛い竜たちがいてでも可愛いけどちょっと怖くてみたいな、そういう壮大なお話の中と人間関係の駆け引きとか、あと主人公とその仲間というかバディになっていくお坊ちゃんの青年との関係もとってもあったかくて可愛いものだし、友情の話としてもバディものとしても楽しめます。なんでぜひ読んでほしい。ファンタジーがなんかちょっと広がりがなんかでっかすぎて苦手とか、新しい単語を覚えるのが苦手っていう人いると思うんだけど、竜の医師団にもなんか独特な固有名詞とか新しい単語とかいっぱい出てくるんだけど、説明がすごい先生丁寧に説明してくださってて、文章も平たいというかかっちりギチギチみたいな感じの文章じゃなくて、どっちかっていうと柔らかいラノベに近いような、文芸なのでライトノベルみたいなラノベしい文章ではないんだけど、つまり私たち若い世代もとっても読みやすい内容になってます。なんでぜひ読んでみてください。じゃあ次真ん中の棚の一番上にあるテニプリの話でもしますか。テニプリの横に何が置いてあるかっていうと、姪っ子一個からもらったお手紙と、誕生日の時にお母さんにもらったバースデーカードと、正月に買ったけど結局目玉を描いてないだるまと、あとラデュレのマカロンの作り方のレシピの本があります。
でそのお隣にテニスの王子様文庫版全巻いや、テニプリっていうのはね、奥が深くて、奥が深いし、私の人生を変えた、良くも悪くも変えてしまった漫画でもあるのでもう読んだことある人、読んだことなくてもわかると思うんだけど、主人公がこの中学1年生の越前龍馬で、越前龍馬くんがテニスの強豪校である青春学園に入学して、で、1年生ながらにして天才的な才能とセンスでレギュラーメンバー入りして、でこれ都大会なんだけど、都大会を勝ち上がって関東大会を勝ち上がって全国大会勝ち上がるっていう、もう王道スポコン漫画で、でもテニプリってなんだろうな、そのインターネットとかでありえないテニスのプレイのシーンの切り抜きがバズったりしがちなので、なんかもう魔法テニス漫画みたいな側面ばっかりフォーカスされて、ちょっともったいないなってもちろんそういう面白さもあるんですよ、なんですけどちょっともったいないなって私は思うので、私の思うテニプリのいいところを喋ろうと思います。前巻持ってきたテニプリのいいところはいろいろあるんだけど、まず第一に思ったのは、中学2年生の時に親友から借りて初めてスポコン漫画を読んだんだけど、こんなにページをめくる手が止まらない漫画は初めてだって思ったの。今までその少年漫画に触れてこなかったっていうのも大きいかもしれないんだけど、とにかく試合の展開が面白かったのね。私はスポーツ苦手だし、テニスやったことも若干ぐらいしかなかったんだけど、そのテニスのルールが、分かんないからこそ、そのツッコミどころにツッコミを感じずにこう読めたっていうのももしかしたらあるかもしれんが、分からなくてもバキバキに面白いんですよ。試合の先が読めないし、なんか出てくるキャラクターが一人一人、漫画なのでそれぞれ必殺技というか得意技があるんですよね。もう例えば彼はジャックナイフというパーンって強く打つのが得意だったり、越前龍馬は中1ではできるはずもないツイストサーブっていう爆裂に強い、実際ある技らしいんだけどそのサーブを打って周りをどよめかしたりとか、読者が分かりやすい武器をそれぞれのキャラが持っているので、キャラクター一瞬で覚えられるんですよ。でね、他校のキャラももうすごい魅力的な人ばっかで、あとダブルスのね絆とか好きな人は絶対好きだと思うな。ここのゴールデンペアはねいいんですよ。あまりにその大石のテリトリーというテニミュの曲がインターネットで空耳のおもちゃにされすぎてて、ギャグな印象を持ってる人ももしかしたらいるかもしれないんだけど、違うんよ、熱いんよ人間関係が。この2人のちょっと絆が危ぶまれるような回とかもあったしてもハラハラしながら読んでた。いいですよ。で、私と親友の人生を狂わせたと言っても過言ではない天才藤修介さんですね。声楽メンバーの中でナンバー2の地位にいる天才のカウンター技が得意な藤君は、ちょっと後でまた話す別のエピソードでいっぱい喋ろうと思います。私の一番の推しの学校はでも結局声楽なのかな。声楽の手塚という部長が大好きなんで、その部長のね勝利にかける異常なほどの執念が私をたまに元気にしてくれるのでやっぱそうだよな手塚みたいな気持ちに読んでてなるから手塚国光いいですよ。熱い男ですよ。全然笑わないし、全然感情を表に出さないけど圧倒的な実力を誇る部長で、とてもいいです。28になった今も未だに中学3年生の手塚国光に夢を見てるっていう、オタクありがちなねキャラクターの年齢を越すっていうそれも人生ということで。氷定学園好きな人多いだろうな。これ噂の跡部様ですよ。ツイッターの人は知ってるとは思うんですけど、そのテニプリは毎年バレンタインになるとキャラクターにチョコレートを送れるっていう文化があって、何かの年は控えてくださいみたいに言ったのかな。でも基本的にそのオタクの皆さんが集英社の編集部向けにそのなんとかくんへみたいな、跡部くんへとか手塚くんへみたいな感じでチョコ送れるんだけど、その時にね毎回爆裂な量のチョコレートを獲得する跡部様というね氷定学園の部長がいて、彼のことが知りたい人はテニプリを読んでください。跡部様は中学生とかそういう次元を超越した存在なのでとてもいいですよ。ちょっとまだ雪村誠一の話をしてないけど、雪村誠一の話をすると1日ぐらい過ぎるんで、控えますが、雪村くんはねいいんですよ。その一番強い立海大附属という最後の敵、全国大会の最後の敵の学校の主将なんですけど、難病で入院していて最初は試合出てこないんだけど、その立海大附属の雪村がいない間に
その部を支えた副部長の真田とか他のメンバーたちとの部員たちとの熱い絆の話とかもあったりして、であんなに弱々しかった雪村くんがいざ最後龍馬の敵として最終戦に登場するってなった時にマジでプレイスタイルが怖くて、もういい意味で怖くて、どうやって勝つんやこれみたいな感じで読んでたんだけど、すごい爽やかな感じで終わったんでぜひ読んでみてください。ちょっとテニプリの、綺麗な話はここまでで、ちょっとここからは私がテニプリのせいで人生がというか、私が狂ってるせいで私が狂ったんだけど、ちょっとあえてねテニプリのせいで人生が狂ったっていう言い方をさせていただきますが、ちょっとここからはなんだろうな、BL 好き BL も好きなんですが、あまりにその BL 好きの腐女子のエピソードトークになってしまうので、そういう二次創作とかなんかそういう文化圏のものが苦手な方はちょっとしばらく飛ばしてください。テニプリで私が目覚めた話をしよう。よいしょ。さっきも言ったんですけど、ここからはBL 好きオタク女オタクの気持ち悪めのエピソードトークになるんで、苦手な人は飛ばしてください。二次創作が苦手な人も見た後の苦情は受け付けないので飛ばしてください。でですね、なんで私とその今もう10年以上付き合ってる仲いい親友がテニプリに狂わされたかっていうと、これなんかの動画でお話ししたんですけど、ちょっともう一回喋りますね。もう一回喋るんで、同じ話だなって思った人も飛ばしてもらって大丈夫です。この藤修介という男が全ての元凶で、私は親友がいるんですよ。中2の時に仲良くなって、アラサーの今になってもよく遊ぶすごい仲いい女の子がいて、彼女はとっても優しいいい子だったんで、お互いその漫画をそれなりに読むっていうことが判明したから、そのお近づきの印に、中2で知り合った時のお近づきの印におすすめの漫画を交換し合おうっていう話になってて、その時は我々の辞任はまだオタクじゃなかったんですよ。私はなんとなく小説の方が読んでたし、彼女も小説と漫画両方読むみたいな子で、ちょっと少年漫画読み始めたかなぐらいの時で、彼女はテニプリを貸してくれたんですね。ちなみに私は銀玉を貸したんですけどそうオタクの片鱗がね。でテニプリを貸してくれて、でテニプリって私たちの世代じゃないんですよ。彼女のお母さんが持ってた漫画で、ちょっと古いけど名作の漫画のイメージだなって思って、楽しみっつって借りたのね。借りて読むじゃん。あまりに面白いじゃん。なんか5、6巻ぐらいしか借りてなかったから、まだ声楽、その主人公の学校中心でしか出てこなかったんだけど、その中にもひときわ輝いてた男がこのナンバー2の天才藤修介と、圧倒的実力を持つナンバー1の部長の手塚が、主人公の天才少年龍馬をも凌駕するような実力者で、なんかそれがやっぱかっこいいなみたいな、中2だったんでね、年上のかっこいいスポーツマンだなって思って読んでたんだけど、その5、6巻読み終わった時に私の中に今まで感じたことのない感情が生まれて、本当になんでそう思ったのか分かんなかったんだけど、この藤修介と手塚部長が付き合ってるんじゃないかっていう疑惑が私の中で生まれたのね。何言ってるか自分でも本当によく分かんないんだけど、付き合ってる描写はないんだよ。付き合ってないしね。なんだけど付き合ってるんじゃないかって当時の私は思ったので、二次創作の存在もボーイズラブの存在も知らなくて、本当に何も知らなくて、なんか世の中には同性の人を好きになるゲイとかレズビアンの方がいるんだなぐらいの気持ちでしか生きてなくて、なんだけど唐突にこの2人付き合ってるかもしれんって思って、でもう一刻も早く親友に会いたくなったの。彼女はテニプリ全巻読んでる有識者だから確認しなきゃと思って学校行くじゃないですか。でテニプリありがとう、面白かったよ、続きも借りたいなっつって返すじゃん。彼女も銀玉おもろかったよ、爆笑したみたいな言って返してくれて、誰もいない放課後の教室で私は切り出したんですよ。ごめんなんとかちゃん、今からちょっと意味わかんないこと言うと思う。もしかしたら気持ち悪いって思うかもしれない。気持ち悪いって思ったらもう二度と同じこと言わないから一旦聞いてもらっていいみたいな感じで言って、彼女もなんかハラハラしてて、何みたいな、何の話されるんやみたいな雰囲気になった時に、私がさ、この藤先輩とさ手塚ってさ付き合ってないって聞いたのねで彼女は固まったのよ。フリーズしたの。その当時の彼女も BL の存在も二次創作の存在も知らんかったから、はみたいな感じで固まってて、いや付き合ってないよって言いかけたの彼女は。なんだけど考えた末わからないって言い出してなんか分からないから家帰って全巻読んでくるみたいな言ってきて、そこは一旦解散したわけで、私はホッとしたの。なんかもうバッサリ、うわキモいよ、それはさすがにもうないよ、友達やめるみたいな言われるかもしれないって思ってたから、それがなかったからよかったなって思いつつも、自分が感じた付き合ってるんじゃないかっていう直感の正体が分からず、彼女も持ち帰り案件にしたから、またハラハラして学校行くわけでまた誰もいない放課後に教室でねえ読んできたんだけどって言われて、あ、読んできてくれたんだ、ありがとう、でどうだったって、付き合ってなかったって聞いたら、ごめん、
やっぱりあの2人付き合ってなかったって言われて、でやっぱそうだよね、なんかの幻覚だよね、私の頭がちょっとネジ緩んでたのかなって思って、違うよねダハハみたいな笑ってたら、その話に続きがあって、手塚と藤は付き合ってないけど、藤先輩は白石と付き合ってるって言われてや私まだその時5巻までしか読んでなくて、白石って関西の学校の部長だから、その都大会編とかには出てこないのよ。全国大会で出てくるなんか知らない男の名前を挙げられて、しかも私が好きな藤先輩がその白石と付き合ってるって言われても受け入れがたくて、もう誰よその男ってまず思って、で、そっから我々2人はその目覚めの時を迎えてしまって、覚醒していろいろ文化を知っていくわけですよ。その当時は今よりもその BL の存在とか BL 愛好家たちの存在がその水面の下、地中はるか深くにいた時代でもあったので、なんかお互いこそこそ学校のパソコン室でいろいろ検索して、スマホとかも持ってなかったんで、それでなるほどねみたいな文化を知ってって、でいまだにもう半分冗談というか、ほぼ冗談なんだけど、なんか藤先輩がどっちの男と付き合ってるかっていうので真剣に議論して喧嘩したりプロレスしたりしてますっていう。アラサーになってこうなんで、多分おばあちゃんになって老人ホームに入っても同じ話題で盛り上がるんだと思います。以上が私の目覚めの話というか、テニプリで切っても切れない気持ち悪めのエピソードトークでした。では本棚紹介に戻ります。大変失礼いたしました。この辺モザイクしてるのはちょっと私小説家を細々とさせていただいておりまして、新人賞を受賞した時のトロフィーと自分の著作が並んでるんで、見バレ防止のためにちょっともざらせていただいてます。でお次に紹介したいのがウェス・アンダーソンの画集じゃないな、なんかアートワーク集みたいな本。かわいい。これはウェス・アンダーソンという映画監督にまつわる本です。ウェス・アンダーソンの代表作ってアステロイドシティとか犬ヶ島とか、あとグランドブダペストホテル、言いにくいグランドブダペストホテルとかが有名だと思うんだけど、一番の魅力はキャラクターとかストーリーも素敵だけど、それ以上にその絵の綺麗さというかアートワーク全体の雰囲気がなんかとっても素敵だなと思っていて、でちょっと本の中身は見せることができないんだけど、この中にそのウェス・アンダーソンがなんかどういうこだわりを持ってどういうコンセプトでその素晴らしいなんか綺麗な絵を作ろうとしたかっていうののなんか解説が書いてあったりとか、その批評家の人たちが書いたりしてて、そのウェス・アンダーソンの映画ってね、なんか背景とその登場人物のファッションと全体的な色のトーンとかがすごい緻密に計算されていて、目にパッて入ってくるだけでなんかそのファンタジー世界じゃなかったとしてもなんかファンタジーな感じのなんだろうな、なんかディズニー映画を見てる時に近いというか、なんか独特なカラフルでポップでちょっと不気味みたいな雰囲気があって、なんかそういうコンセプトアートとかなんかそういうそのアートワークがどういう思想で作られたのかっていうのが細かく解説してあるとっても面白い本でした。なのでジブリの宮崎駿監督とか、あとそのマリー・アントワネットとかのソフィア・コッポラ監督とか、なんかそういう絵が強い映画を作る人のこういう解説の本はいっぱい売ってると思うんですが、その映画が好きな方はそういう本にも手を出してみるとより楽しめるんじゃないかなって思います。私は映画はちょっとにわか寄りなので、これからもっと勉強というかたくさん見ていきたいなと思っているところでございます。ここはね、大好きな中華映画のロシアオ平戦記という映画のコーナーになっていて、ところどころちょっとアジア圏つながりということで、音嫁語りという中央アジアのお話のポストカードを2枚飾ったりとかしていて、なんとなくアジアンな雰囲気にしてます。でロシアオ平戦記についてはなんか前の本棚紹介とか Vlog とかでもう散々語ってるので、ちょっと今回は割愛します。いやでも無限師匠美しいね。このフィギュアの罪なところはね、髪の毛流れの美しさとほっぺがちょっと薄桃色になってるとこなんですよ。目の錯覚じゃないよねでこの後ろに今隠れちゃってるけど、これはリアル中国の広州で売られているうちわです。これはうちのママンが広州に行った時に私にお土産として買ってくれたうちわで、何回か紹介してるぐらい可愛くて好きです。こうね、刺繍が丁寧で透けてて、やっぱこういう工芸品はね、どこの国のものもねとても素敵だなって思うし、こう月の色とお花の色がこうリンクしている細かいデザインとかも、中国の文化の細やかさが感じられて、私は大好きですね。
でこっちのディスプレイがこれも何回か動画に登場しているんだけど、私の大好きな呪術廻戦の五条悟さんと夏油傑さんの親友のお二人が携帯電話を使って待ち合わせしているポーズのフィギュアを飾ってます。これはね、このフィギュア可変式でいろんな表情のパーツとかお手手のパーツとかがあって遊べるんだけど、私がこういう可変式フィギュアの才能がなさすぎて本当へっぴり腰なポーズしか作れないので、もうこれは友達にやってもらってずっと固定で置いてる感じです。で後ろにあるのはなんだっけな、帝都美術館展かなんか、国新国立美術館の帝都美術館展に行った時に買った、とっても素敵な海の絵です。ちょっと反射で見えづらいんだけど、私はこの五条さんと夏油さんには海がとてもよく似合うというか、青いモチーフが似合う関係だと思ってるので一緒に飾ってます。じゃあ次はスキップとローファーを紹介しようかな。3月のライオンもね、失礼いたしました。3月のライオンもすごい好きな漫画なんだけど、確か前の本棚紹介で喋ったかな。なのでちょっと今回は多分喋ったことがないスキローについて紹介しましょう。これはですね、少女漫画なんですが、連載されてる雑誌が少女漫画誌じゃなかったと思うんだよね。そうだわ、講談社のアフタヌーンで連載されているので、少年少女も楽しめると思うし、大人が読むとね、なんだろうな、大人になったからこそ気づける人間関係の複雑さとか尊さがすごい描かれている漫画だと思うので、もう大人が読むとバカ楽しめると思います。で、どういうお話かっていうと、都内の進学校に受験して受かった、田舎出身の海辺の町から出てきたみつみちゃんという子が主人公で、お相手役というか一緒に仲良くなっていて人間関係作っていくこの男の子、島くんっていう男の子が爆モテボーイなんですよね。すごい人当たり柔らかくて優しいシティボーイで、都会育ちで昔子役をやってたぐらいの美形で、学年中からもう一目見た時から女子がざわつくみたいな、もうモテモテボーイで、この2人がお互いのことを新種だと思ってるというか、彼にとってはみつみちゃんがすごい珍しいし、みつみちゃんにとっては彼がすっごい珍しいし、でなんだろう、好き大好きみたいな、もう一直線みたいな恋愛というよりも、違う環境で生きてきて違う苦しみを味わった者同士のヒーリングというか癒しの関係だなって思っていて、その島くんは島くんでいろいろ苦しんでるんですよ。人の顔色を伺ってしまったりとか、みんなが望む自分を演じてたりとかで、人生そんな多分楽しくないなって思ってるような子、もちろん優しいんだけど、でみつみちゃんはみつみちゃんでもう純真なんですね。純粋で家族からいっぱい愛されて育ってきて、で大きな夢があるんですよね。東大に入って日本を変える官僚になりたいみたいな大きい夢があるんで、それに向かってもうちょっとつ盲信で、ある意味夢見がちとも言えるぐらいこう突っ走っていくっていう女の子で、ちょっと冷めた感じの男の子と超まっすぐな女の子が、関わっていく中でどういう化学反応が起きるのかっていうのがすごい楽しめる漫画です。でこの2人だけじゃなくって、もちろんクラス男女いっぱいいるんですよ、キャラクターが。表紙はこの2人がいろんな可愛い服を着てる表紙が中心なんだけど、その女子の中のヒエラルキーの問題とか、そのグループでの省く省かないとかいう問題とか、その男子の中でのヒエラルキーもあるし、その複雑な人間関係が実際リアルに私たちが経験しなくても、こういうことあったよな学生時代みたいな、辛いその人間関係の細かいすれ違いとかが丁寧に描かれてて、でそれをかなり辛い展開で書くだけじゃなくって、この2人の認識のすり合わせというか、この2人の価値観のすり合わせの中で他の人間関係にもいい影響が波及していくんですよ。みんなこの2人のことちぐはぐな2人だなと思って注目して見ている中で、みつみちゃんの言動とか島くんの言動がお互いに実は傲慢だったよねっていうところとか、実はここってそんな気にしなくてもいいんじゃないとか、もっと自由に生きていいんじゃないみたいな気づきが生まれるので、この2人の関係が周りの女の子とか周りの男の子にもいい影響を与えていって、なんでいい青春してるなっていう私は感想を持ったんだけど、それはちょっと広範囲すぎる感想というか、いい青春であり、その青春がどういう青春かっていうと、人と人とは違うけど、人それぞれになんていうかな、その人にしかわからない背景があって、その人にしかないコンプレックスがあるわけだから、そういう偏見とか
私たちは持ってないって思いがちだけど、実は誰しもが偏見を持っていて、で実はその、いい子に見えたみつみちゃんがちょっとなんか傲慢な一面があったりとか、その繊細すぎる風に見えてたしまくんがそのみつみちゃんが気づかなかったようなことを指摘してあげて、もうお互いに成長できるとか、人にはみんないいところがあってみんな辛いところがあって全員違うんだよっていうのが学べる期間を彼らは青春の中で過ごしてるので、そういう意味でその人間を学んでいく、人間関係を学んでいくっていう意味で超いい青春を過ごしてるなと思って読んでます。ちょっと私の説明が説教臭くなっちゃったんだけど、それは物語にある根底というか根底に流れるテーマに過ぎず、彼らのねなんかムズムズキュンキュン恋愛模様とかも、すごい楽しいし、みつみちゃんのそのお家、漁師町というか港町に東京のシティガールシティボーイたちがみんなで集まって遊びに行くっていう夏休みの会が最近まで描かれてて、なんかそれもその異文化交流に近いというか、なんかそういうのもねもう描かれてて、私はもうじんときながらたまに涙ぐみながら読んでます。なので少女漫画した少女漫画が苦手な人でも楽しめるし、なんかそのアフタヌーンで描かれる大人の人間関係よりもなんか高校生の爽やかなものを読みたいなっていう人でも楽しめると思います。アニメ化もしてます。アニメとっても良かったです。なんかオープニング買いに行く忘れたけど、その2人がダンスする映像になってて、最近のアニメあるあるなんだけど、それがすっごい可愛くてねいいんですよ。スキップとローファーっていうポップで爽やかなタイトルにとっても合う雰囲気のアニメ化になってたんで、それはそれでぜひ見てみてください。じゃあ次は皆さんご存知配給というバレエ漫画に行きたいんですが、私はリアルバレエの観戦が大好きで、もちろん配給も好きなんだけど、これはお掃除用のはたきね。こういう風にさーってやるとホコリが取れます。ちょっとこれは置いといて。配給はね、前の本棚紹介となんかどっかの動画の Vlog で爆語りしてしまったので、ちょっと一旦短く説明すると、私の配給、このバレーボールのバレーボール部の高校生の話なんだが、配給で一番好きなのはその自分が自分の才能に思い悩んだり、自分の実力がないんじゃないかって思い悩んだ時に、なんか確実に背中を押してくれるセリフが全ての巻にあるんですよ。そのみんな大好きな田中龍之介というキャラクターのセリフで、彼は自分が凡人であると、天才キャラはいるんだけど凡人キャラもいて、その凡人であるっていう自覚が強くあって、だけど凡人だからといって下を向いている暇はあるのかって、凡人だからこそ上を向かなきゃいけないんじゃないかみたいなセリフがあって、それすっごい、もう私も凡人なんですごいそれに背中を押されて小説の新人賞頑張れたりとか、動画が最初のうちは全然伸びなくても続けることに意味があるんだっつって頑張れたりとか、なんかそういう自分のことをすごい支えてくれた漫画なんで大好きです。元気出したい人はね読んでください。あとなんか人生に夢があってその夢を追いかけるのが怖いとか、追いかけるの怖くて追いかけられないとか、今まさしく夢を追うために頑張っているけど全然叶いそうにないとか、自分が思い描いた未来に行けないみたいな人たちも配給読むと、ちょっとね視野が広くなってとってもいいかなって思うので、ぜひ読んでみてください。そんな配給の私がここに飾ってたものがこれは書き下ろしなんです。ちょっと配給ネタバレになっちゃうかもしれないんだけど、最終話以降彼らの進路が描かれるんですね。プロになる人ならない人一人一人全員どんな職に就いたのかって描かれるところも好きなんだけど、そのプロになった配給のバレエ少年たちの面々がそのプロになってない研磨とかもいるけどそのスポルティーバっていうその集英社のスポーツ雑誌とコラボした時の特別付録のカレンダーです。私リアルバレーも好きなんで、そのスポルティーバがその配球とリアルバレーの石川祐希選手とかスター選手を同時に特集した回があって、神回なんだけど、その時の付録で買いました。もったいなくてね使ってないんだが、こう一応カレンダーになってましたが、2月とかでスポルティーバ×配球のそのパロディ、表紙のパロディというか、こういうねタイトルとかのパロディで作られてて、これはね買ってよかったですね。いやーいいですね。裏もあるんです。これ私の推しの及川徹です。取るに足らないプライド論って書いてあるけど、及川徹がその自分のプライドについて語った回がね本当に魂が震えるほど好きなんじゃ。
サクサはもっと掘り下げ欲しかったかも。なんか終盤に出てきた強いキャラなんだけど、もちろんいっぱい試合の活躍描かれてたけど、サクサの背景とかも知りたかった。なんか先生が描くキャラクター全員魅力的だから、どんどん読者としてわがままになっちゃうんだけど、どのキャラもね丁寧に描かれててとってもいいですよ。私は気分によってこの紙変えようと思ってたんだけど、カレンダー的使い方しないでね、気分によって変えようと思ってたんだが、なんか結局このみんなの集合絵がすごい綺麗だし、いいなと思ってるので、この状況で飾ろうと思います。本棚はね、案外こう立てかけておくだけでもそんな地震が起きてもパタンって落ちてきたりしないんでいいですよ。よっこいしょ。やった。じゃあお次はこのアルティストという漫画を紹介します。このね漫画はねいいんですよ。いつアニメ化するんだろうってすごいそわそわしながら待ってるんだけど、どういうお話かっていうと、フランスはパリを舞台にしたお話で、主人公フランス人のジルベール、ジルという子が主人公で、彼は料理人なんだけど鼻が異常に効くので、味覚も異常に鋭くって、で何が起きるかっていうと、料理人としてのもう絶対的な才能があるんだけど、本人は例えば誰かが怪我した匂い、血の匂いとか、なんか友達の匂いの変化とかが分かるから、子供の時に結構キモがられて、うわなんだこいつキモみたいになって、で全然なんか仲いい友達とかができづらくって、ちょっと卑屈な感じに育っちゃった男の子で、だけど料理することは好きだし、料理がある種アイデンティティになってるような子で、フランス人だけどなんか陽気な感じとかおしゃれな感じっていうイメージではなくって、なんか僕なんかみたいな、いや僕なんか僕みたいなものがいいんでしょうかみたいな、ちょっとうじうじしたところがある面白い人で、常識人で優しくていいんだが、その彼がフランスの、いろんな高級料理店とかホテルの料理店で働くようになって、である時皿洗いをしてた時にスカウトされるんですよ。すごいいいシェフがプロデュースするところのレストランのソースを作るっていう一番フランス料理の花形、ソーシエっていう役職が花形なんだけど、そのソースを作る係としてスカウトされて、副料理長スーシェフとして採用されていって、でいろんなくせ者揃いのパティシエとか配膳する人とか他のシェフたち、他の料理人たちとのやり取りを通して成長していくっていうお話で、笑えるところと感動するところのバランスがめっちゃいいんよ。だからどこに感動するかっていうと、アルティストっていうタイトルの通り、アーティストの皆さんがフォーカスが当たってくのね。で料理人もアーティストのうちの一種というか、料理という表現をする人たちなので、アーティストの漫画が定義するアーティストのうちの一つの職業なんだけど、彼がフランスで住むアパートっていうのが一芸入居っていう条件があって、アーティストの人たちだけが集まるアパートに暮らしていて、でそこのアパートには本当いろんな多種多様の画家の人がいたり、日本人の漫画家がいたり、あと小説家がいたり、音楽を作る人がいたり、多種多様なアーティストの人たちがいて、彼が今絵を持ってる通り、この後ろにいる2人は画家とバイオリニストだったりとか、この9巻の表紙は、日本人の漫画家の青年がいたりとか、彼らも同じアパートに住んでいて、アーティスト同士の苦悩とか、アーティストたちの破天荒な、なんかみんながみんな売れてるわけじゃないから、破天荒で金がなくてもやったるぞみたいな、そういう生活の賑やかさとかが描かれてて、大人ばっかりが出てくるけど、ある意味これも青春漫画みたいななんだけど、なんていうかな、暗くないんだよね。売れないとか人間関係辛いとか、みんな誰しもがコンプレックスを持ってるんだけど、それを人との関わりの中で乗り越えていって、でなおかつ自分の芸術性にもつなげるというか、自分が得意としてる絵とか、彼だったらジルベールだったら料理とか、この明夫だったら漫画とか、自分の創作性に人間関係で得た温かさとか、辛さや傷をこう膨らませていくみたいな展開が私はすごい好きで、主人公のこのジルには全然タイプが違う、全然アーティスト気質ではないお友達のマルコっていう子がいて、彼とはしばらく何巻かマルコは出てこないんだけど、マルコと再会するシーンがあって、アーティストした人間関係とまた違う視点から見たマルコから見たジルたちの世界とか、マルコっていういい意味でアーティスト気質じゃない人、こだわりがあんまり少ないかもしれない人から見た彼らの関係性もとっても面白くて、この2人の友情もねあったかくて好きなんですよ。
よ。タイプが全然違うけどお互いにその支え合うっていうほどウェットな関係じゃないにしても楽しい時間を過ごすことができるんだよっていうのが優しく描かれてて、とっても素敵だなって思います。で私そのアルティストサモエド先生絵もとっても綺麗で、あとなんかクソパリシリーズっていうパリで実際にあるクソなことみたいなことをまとめたコラムみたいなページもあって、すごい面白いです。でクソパリシリーズはねおもろすぎてね、パリ行きたってなる。本当にそうなのかなみたいなですごい好きな表紙がこの10巻の水辺の表紙で、主人公のジルと、そのお友達のマルコがいて、これ確かマルコの地元なんですよ。そのジルはそんな海に近しいところで育ってないんだけど、そののびのびとマルコはこの海辺の町で育った青年なんだなっていうのが分かるほっこりエピソード回があるので、そういうのもとてもいいですよ。あと単純にヨーロッパの街並みが好きな人も読んでると楽しめると思うので、ぜひ読んでみてください。長々喋っちゃうからな、ちょっと動画の編集が大変そうじゃ。これはパンドラハーツという漫画で、G ファンタジーで昔連載されてたのかな。今この望月先生バニタスのカルテという本を連載してて、連載終わったのか。私バニタスは追ってないんでわからないんだけど、その先生の前の作品でゴシックファンタジーですね。でなんか、主人公がいて、でアビスっていう不思議な世界があって、で主人公は自分の出生の秘密とか、その貴族同士のしがらみとかがあって、あと特殊能力バトルみたいなものもあるんだけど、私は多分初めて読んだ青年漫画がパンドラハーツで、深夜にアニメをやってたのね。でそのアニメを偶然見て、中学生の時になんで子供たちが寝てるのに深夜にアニメなんてやってんだろうみたいな、大人向けのアニメだからなんだけどその時は純粋なオタクじゃなかったんで知らなくって、それで見ていくうちにハマったんだけど、パンドラハーツは今読み返してもすごい面白くて、なんか何がそんなに良かったのかなって思った時に、その1巻ごとに1巻2巻3巻4巻ごとに終わり際に大どんでん返しが起きるんですよ。1巻からもうどんでん返しだってなるのね。でもう細かい予想外のことの連続で、それが最終巻まできっちり続くのね。もちろん絵もとっても美しくって綺麗なんだけど、一番良かったのは展開の緩急。嘘でしょみたいな、ミスリーディングが多分上手なんですよ。なんで、ミステリーとかたくさん読んでて、ミスリーディングに自信歴の人が読んだらって分かっちゃうかもしれないんだけど、なんかちょっと物語の展開読めないのが読みたいなっていう人はぜひ見てみてください。アニメから入るのもおすすめです。なんか当たり前だと思ってた設定が実は当たり前じゃなかったみたいな展開が続くんで、ぜひ見てみてください。次はですね、私が最近読破したやっと全巻揃えた進撃の巨人ですね。もう有名作なんで言わずもがなだと思うんですが、その壁の中にいた時と壁の中の政治の話と壁の外に出る話がもう全然別の作品みたいな面白さがあって、多分前半がパニックホラーとかパニック系の漫画だとしたとして、で真ん中はもう政治のやり取り、なんかアルスラン戦記とかそっち系に近いというか、その王政をいかに打倒するかっていう内部のやり取りが中心になってくるんで、そのパニックものとは違う面白さがあって、で一気に世界が広がるマーレ編は私はもうマーレ編は哲学だと思っているんだけど、正義ってその人によって違うよねとか、何がその人の人生を形作るのかって結局環境が大きかったりするよねとか、本当の味方とか本当の敵って実はいないよねみたいな、当たり前体操ではあるんだけど、人には人それぞれの事情があって、でみんなそれぞれの事情の中で今できる最善の選択をするしかないみたいな、切なくもありちょっと無情感もありみたいな、だけど生きていくためにどんな選択を取るのか、その人の決断なので責任も取らなきゃいけないよねみたいなことが書かれてる、ちょっとね、その伊佐山先生の哲学がたくさん出てるとても面白いセクションだなって思います。ちなみに私はですね、エルヴィン団長が大好きなんですね。この幹部3人いいですよね。私はその大人側のキャラを好きになりがちっていう特性があるんだけど、このエルヴィンがね、この絵で分かる通り片腕になっちゃうんですよ、ある戦いで。私は推しが死にがちという呪いを受けたオタクなので、エルヴィンはでも片腕を巨人に食われただけで全身は食われなかったから、今回の推しは生き残るんやって思ったんだけど、すいませんね、ちょっとネタバレ注意なんですが、エルヴィン死ぬんですよ。エルヴィン死んじゃうから、本当に辛くて一旦そこで読むのをストップしてたままもう数年が経ってて、でこの間「進撃の巨人」のミュージカルに行ったんですね
ニューヨーク公演ブロードウェイで大成功を収めてきた2.5次元舞台があるらしいっていうのをインターネットで知って、でそれがどうやら進撃の巨人だっていうことを知って、でそのミュージカルで撮影 OK のコーナーがあって、オタクの皆さんがね自分のカメラで撮影してたんですよ。でその動画が回ってきて、あまりにクオリティ高くて見に行ったんですね。でそのミュージカルが私が人生で見た全てのミュージカルの中で一番良かった。今まで一番いいと思ってたのは、もちろんいいんですよ、優劣を本来つけるべきことではないが、一番良かったのは城田優さんがロミオをされたロミオとジュリエットで、次にいいと思ったのが帝劇で見たエリザベートなんですよ。なんだけど進撃の巨人が鮮やかにそれを抜き去っていった。すごかった。もうキャストみんな、2.5 次元舞台でよく見るというか、もう馴染みある方々ばっかりで、上手い人集めたなっていう印象だったんだけど、アンサンブルの方たちの歌の自力がすごくて、歌の圧がすごいんですよ。もう歌の広がりというか、もう全員が全員超クオリティ高くうまいから、なんか帝劇で見た舞台とか劇団四季で見た舞台とか宝塚で見た舞台と似たような満足が得られて、でしかも進撃の巨人の世界観をすっごい美しいアートワークというか、大道具小道具で表現していて、言い方ちょっと悪いんだけど痛々しいシーンがないのね。全部自然なの。コスプレ感もゼロだし、全部自然だし、超良かったんで、もし再演とか続編の上演があったらみんなに行ってほしい。もう進撃の巨人のなんか苛烈なオタクでも絶対満足できるはずって私は思ってるので、ぜひ見てください。でなんでその話をしたかっていうと、こちら進撃の巨人ミュージカルの特典なんですね。これをね自慢したくてね、私はもう複数回行ったので特典をめちゃくちゃ持っているというではこれがその進撃の巨人ミュージカルの今年の公演のメインビジュアルですね。いや素晴らしい。もうこの主人公の岡宮くるむくんね、若いのに歌がうますぎてめちゃくちゃエレンだった。幹部組もねとてもいいし、あとサシャミカサハンジさんのこの女性メンバーがね、身体能力バケモンで、男性に混ざって踊っても何の見劣りもしないで美しかったです。でこれは最近やった進撃の巨人のアニメの特典ですね。アニメ映画の特典です。マッパーが書き下ろした、最後の感動的なシーンのリヴァイですね。でこちらがリヴァイ兵長を演じられた顔が良すぎの松田亮さんのブロマイドをうっかり買ってきました。ちゃんとリヴァイ兵長のぐらいの身長なんよ。でちゃんとリヴァイ兵長の声で、ちゃんとリヴァイ兵長の表情で、ワイヤーアクションで巨人をぶっ倒すシーンが超良かった。じゃあ次真ん中の棚に行きます。でなんかちょっとさっきも気づいた方がいらっしゃるかもしれないんですが、この動画の撮影がすごい長い時間にわたっていて、1日で終わらなかったので服装がちょいちょい変わってるんですけど、お気になさらず見ていただけたらなと思います。じゃあ真ん中の棚ね、ついに折り返し点に来ましたんで紹介していこうと思います。じゃあまず上の大型本をぶっ込んでるコーナーに行こうかな。私の適当な性格が垣間見える回だと思いますが、どれにしようかね。じゃあ今回配給のさマガジン、配給マガジンちょっと自慢したい自慢したいってなんやねんって。よいしょ。あと配給とさっき言った配給スポルティーバの特集会。かっこいい。推しのバレー選手たちです。これは配給が完結した後に出た本かな。なんかね、マガジンって書いてある通り、なんか実際の雑誌っぽい特集っぽい感じの想定になってて、中にそのプロになった選手たちへのインタビューの、記事とか、あと今彼は何してるとか、なんかそういうねことがいっぱい書いてあって、配給の選手たちがその現実世界にいるかのような錯覚を得られて、もうオタク垂涎の一冊となっています。買うときね Amazon で売り切れててだいぶ焦ったんですけど、無事手に入れられました。でそんな配給が集英社のスポルティーバとコラボした時のもの。これ裏表紙なんだけど、
これがその彼らがジャパンジャージを着ていて、なんかね、いいんですよ。この下キャプテンマークっていうんだけど、このやつ、あ、牛若が日本代表のキャプテンなんだって思ったりとか、すごいいいんですよね。で、私はそのトビオちゃんがこう柔らかい笑顔を浮かべているのが、なんか高校生だった時の彼らからは考えつかない、大人になったなみたいな、しみじみしちゃって大好きです。で、これだけじゃないのがバレーボール男子日本代表特集号なので、じゃん。いやー、もう日本が誇るスーパースターのキャプテン石川祐希と、左の大砲西田さんと、で甘いマスクだけではない実力も折り紙付きの高橋藍さん。いや、いいんですよ。バレーボールぜひ見てください。今男子バレー強いんで、これからどんどん強くなるんで、監督もね変わっちゃったけど、新しく来た監督もとっても期待ができる監督だと私は思っているんで、今年も追っていけたらなって思います。国内リーグ追いたいんだけど、追うと時間なくなるから、ちょっと国際試合のシーズンになったらまたバレーオタとして体育館に集合しようと思います。ついでと言っちゃなんなんだけど、これね、昔私がこの推し活インテリア収納アイデア200というムックに載せさせていただいたことがあるんですよ。このちょっとモザイクかかってるけど、ゲトウさんと五条さんが喋ってるディスプレイ後で紹介するけど、散々動画で紹介してきたディスプレイとか、あとね、自分が載ってるページは中見せていいって昔言ってもらえたんで、なんかこういうなんかすごい褒められてて嬉しくなっちゃうんだけど、漫画家インテリアに変身とか書いてもらって、私の本棚がちょこちょこ載ってるので、まだ売ってるのかな、もしなんかご縁があったら見てみてくれると嬉しいです。他の方のね、オタクの人たちの収納のアイデアもとっても参考になるのでいい本だなって思います。あとね、料理本とかもここに入れてて、どれにしよう。最近料理本買ってないんだけど、一時すごい買ってた時があってね、私このエモジョワさんという方のファンなんですよね。じゃん。作り置きでできるフランスのお惣菜。フランス料理っていうとね、ちょっと敷居が高いし、私も外で食べるものっていう印象だったんだけど、フレンチっていう認識じゃなくて洋食を作りたいなっていう時に結構見てた本で、このエモジョワさんっていう料理家の人は確かフランス在住で、お菓子作りの動画とかをよく上げてるんですよ。なんか ASMR 系の料理動画というか、すごい音声がクリアな動画を上げてるんで見たことある人いると思うんですけど、その彼の動画のファンで、本屋さん行ったら、エモジョワ先生の本じゃんと思って知らなかったんですけど、買ってきて読みました。で、お気に入りのレシピにはちょっと付箋がついたりしてます。この陰陽師の解剖図鑑、なんで持ってるかっていうと、オタクなんで陰陽師は好きなんですけど実はよく知らないなって思ったのと、なんか一回陰陽師ものを書こうとしてそのプロットを作るために買ったんですよ。でそれは結局そのプロットの会議で落ちちゃったというか、担当編集の方と相談してちょっとやめとこうかみたいになったんで、日の目は見てないんですけど、なんかこういうなんか初心者向けの昔の職業の解説とか、そういう本が好きで、これも面白かったです。図解されてるので、なんか当時の陰陽師の人たちの社会的な役割とかまで解説されてて、なんか今からイメージするファンタジックな存在ではなくて、本当生活に根ざしてたんだなっていうのが分かっておもろかったです。だからそれに似た系統のやつだと、イギリスのビクトリア朝の英国人の暮らしの本とか、あとこれは貴族の上官の写真集ですね。貴族が田舎の領地に持っているカントリーハウスっていうのは都会にあるタウンハウスの対比なんですが、そのカントリーハウスのお城について解説する本とかも、いつか私が英国貴族にならないとも限らないので、その時のために買ってみたり、こういうなんかいろんな知らない文化の本を読んでちょこちょこ少しずつ読み進めてニヤニヤするっていうのが好きですね。この辺は中村澄子先生という漫画家さんのコーナーになっていて、いろんなところで紹介してるんで今回ちょっと短くするんですが、ボーイズラブと漫画を両方書いている方で、全体的に愛についてのお話を書かれる方で、前も言ったけどちょっとここ通りかかったからには言わずにはいられないのでJ のすべてという BL 漫画が私がすべての BL 漫画で一番好きな漫画で、なんならすべての愛を取り扱う漫画で一番好きかもしれないぐらい好きで、絵柄が美しいのはそれはそうなんですけど、舞台がそのゲイという言葉が生まれる直前ぐらいのアメリカで、そういう概念とかも若干なんか今よりもあやふやだった時の時代で、彼らが自分のアイデンティティを青春の中で探していくにつれて、いろんなセクシャリティの人と知り合っていくわけなんですが、そのどうやって人を愛するかとか、人を愛するためにはどうすればいいのかっていうのが優しく描かれている。
とてもいい漫画だと思います。なんかフェチズムがどうこうっていう感じの BL っていうよりも本当に愛について真正面に取り組んだ BL だと思ってて、ボーイズラブならではの、ちょっとえぐめの描写とかもあるから苦手な人はもしかしたらいらっしゃるかもしれないけど、ある程度そういう性描写とかに耐えられますみたいな、好きですみたいな人がいたらもうぜひ読んでほしい。3巻で終わるしいいですよ。違う文化背景がある者同士が愛を交換するためにはどうすればいいのかっていうのが描かれてます。じゃあ次は小説、もういつも同じようなあれで恐縮なんですが、じゃあミステリの島田総司先生が好きで、ここに全巻あるわけではなくて実家にあったり、あと友達に貸したまま帰ってこなかったりするんですが、中でもこの暗闇坂人食いの木という話は、超分厚いのでもしかしたらビビってしまう人もいるかもしれないんですが、その島田総司先生のトリックって大掛かりなんですよね。大掛かりだし、なんか一見ホラーとしか思えないような事象が起きるんですよ。これとかも木が人を食うっていうことが事件の中心になってて、はてみたいな感じで読んでくんだけど、確かにいけるかもみたいな確かにこのトリック、このロジックだったらこの謎を解明できるかもみたいな、なんかギリギリのラインをついてくるのがおもろくて見たらいシリーズの1巻の先生術殺人事件がなんか一番ありえそうなトリックだったなって私は思ってて、続くにつれてどんどん大胆になっていくからおもろいんですよ。でその主人公というか探偵役の御手洗とそのワトソン役の、石岡くんのやり取りも面白くって、とてもいいですね。大好きです。このせいろの海の上下巻もね、こんなはずでは。じゃあ次は三浦紫音先生いこうかな。野の花通信船を編む風が強く吹いているあたりは何度も Vlog に出てきたんで、今回は出したことがあまりないエッセイいきます。三浦紫音さんのエッセイ、なんか妄想トワイライトとかがすごい有名で高校生の時に読んで爆笑したんですけど、それは今は思ってなくって、これは本屋さんで待ち合わせという、書評プラスエッセイですね。三浦紫音先生がおすすめする本がまとまってます。なんでなんかこのなんていうかな、三浦先生がどういう考えをしてるのかとか、本を読んでどういう感想を持ち合わせてるのかっていうのが気になる人はぜひ読んでほしくて、なんだろう、結構キラキラしい文章というか、船を編むにしても風が強く吹いてるにしても、単純な表現にはなってしまいますが、ちょっとエモーショナルに訴えかけるストーリー展開を抱えれる三浦先生なんですけど、エッセイではキャラクターが打って変わってマジでおもろいんですよ。多分彼女はすごいオタクの方で三浦先生多分 BL とかも好きなんだろうなっていうのがエッセイでわかるんですが、そんな三浦先生が我々読者に渾身のパワーと文章力を込めていろんな本をおすすめしてくれてるので、ここに本と本を愛する全ての人に捧げる人気作家の書評&エッセイって書かれてますが、もうこの一文に尽きるんですが、次に読む本を探している人とか三浦先生のファンの方とかは絶対読んだ方がいいかなって思います。じゃあそのお隣の、ファンタジーミステリーかな、民族学ミステリーというか民族学ファンタジーというかだと思っている小説で、これは文芸とラノベの合いの子みたいなポジションだと思うんですが、ドラマ化されたのかな、ジャニーズの方で。なんだけどドラマはまだ拝見してなくって、准教授高槻明の推察というタイトル通り、この准教授の高槻明さんが、民族学の先生なんですけど、各地に伝わる不思議な民族学の伝承があって、その謎を解き明かすというか、本当の謎に彼は出会いたいんですよ。でも実際そのフィールドワークでそのとこに調査しに行くと、実は人間がやったことでしたとか、多分人が死ぬ事件とかも起きるんだけど、その不思議な事象は実際不思議なことが起きてるんじゃなくって、実は人間が関わってましたみたいなことがあるんで、彼は本物の謎を、ある事情があってね、本物の謎と出会うために、先生やりながら調査していくみたいなお話で、バディものなんですよ。でこの主人公は高槻明も主人公だし、その先生のゼミ生の大学生の男の子も、主人公のうちの一人で、バディものでもあるしミステリーでもあるんですが、この男の子は人が嘘をつくとそれが分かるんですね。でも結構辛い方法で分かるの。なんか耳がキーンってなったり気分が悪くなったりして、あいつ嘘ついてるって分かるんで、この先生にとって彼は非常に重要な人物になっていくんですね。そのフィールドワークでいろんな村とかに行って、実は不思議な出来事がみたいな村人から聞いて、それが嘘だと彼が分かるんですね。だからこの2人がタッグを組んで、不思議な
文化とかを調査しながら、人が関わってる事件とかを解決していくっていうお話になってます。なんかいいのは、もちろんその不思議な怖い部分とか具体的なその調査のパートとかも面白いんだけど、やっぱその主人公のうちの一人の人の嘘が分かる少年が結構辛い思いを今までしてきてて、でそれをこの教授の先生との関わりの中でだんだん癒していくというか、人を信頼していくことを学んだりとか、人の醜さを見つつも人間って実はこういういいとこもあるよねっていうのを学んでいって、だんだんその彼にかかった呪いが解けていくようなお話でもあります。この先生にも、ちょっとネタバレになるんで言えないんですけど、その妖怪とか怪異系が混ざる不思議なトラウマというか不思議な過去があって、先生も先生で聞いてるので、なんというか同じ似通った傷を持つ者同士が交流をしていって、ちょっと心を癒していくとか成長していくみたいなお話でもあります。すごい面白いし読みやすいし、一冊一冊が薄めなので、ぜひ電車での通勤通学のお供などにおすすめです。じゃあ次はですね、私の愛する小野冬美先生のゴーストハントいきます。小野冬美先生は私十二国旗で知りまして、ファンタジーの方という印象だったんですけど、ホラーの、名作家の方でもあるんですよね。で四季とか残影とかが多分知ってる人多いと思うんですが、このゴーストハント初めて去年の夏に読みまして、めちゃくちゃ面白かった。なんかね、きっかけはね、これ一人称のお話なんですよ。私は三人称視点の小説ばっかり読んでて、三人称視点ばっかり書きがちでもあるんだけど、一人称視点の小説ですごい面白いのないですかって担当編集さんに聞いた時に、小野先生のゴーストハントを読んでくださいって言われたんで、ちゃんと読みました。めちゃくちゃ面白かったし怖かった。もともと少女小説だから、ホラー苦手な人も触れやすいホラーではあるんだけど、私はホラーバチバチに苦手だからマジで怖くて、でも読み出すと止まんないから夜中とかに読む羽目になるのでしょうがないから、おそ松さんというアニメの、ラジオがあって、鈴村健一さんがやってるなんか爆笑ラジオがあるので、そのラジオを一晩中流しながらゴーストハントを読むっていう恐怖と笑いで相殺し合ってなんとか読みました。いや面白かった。主人公の女の子高校生なんだけど、その彼女と不思議ななんか高飛車な美青年が知り合って、その美青年はそのゴーストハンターなんですね。その幽霊がいるいないを明らかにして、その幽霊退治するみたいな人で、主人公が彼に協力してっていろんな怖い事件に当たっていくんだけど、なんか人が結局怖いよねっていうよりも、ゴーストハントは人間も悪さをするし、人間以外の幽霊とか神様とかなんか触れてはいけない存在とかががっつり出てくるタイプのお話で、巻を追うごとに恐怖が増してていいですよ。主人公たち一行の人間関係の深まり方とか、その高飛車な美青年の正体とかも分かっていくんですが、その高飛車な美青年と主人公がなんか一瞬恋愛するかみたいな雰囲気あるんですけど、実はみたいな、その高飛な美青年にはこういう過去があってみたいなのが最後全部明かされて、で関係がどうなっていくのかっていうのも結構気になるところだと思います。私はこの最終巻の扉を開けてっていうお話に出てくるある描写がマジで怖くて、なんか一人称視点でうまい小説を教えてくれって言った時に、編集さんがこれを教えてくれた意味が分かったというか、一人称視点、私はっていう視点だからこそ描けるホラー描写があって、その読者は気づいてるけど、読者は気づくんですよ。もう主人公ダメだよそんなことしちゃってもう分かるし止めたくなるんだけど、主人公は気づかずに赤道の方を進んでしまうみたいなシーンがしばらく続くところがあって、そこが怖かった。今思い出せながら喋ってて背中がゾワゾワしてる。ちょっと怖いんで次行きます。次はどうしようかな。なんか何の動画で何を紹介したのか覚えてなくて、かぶっちゃったら申し訳ないんですけど、じゃあ岩井慶也さんの永遠についての証明、これはですねバチ泣きしました。数学者たちの話です。ここの表紙に式が書いてあるじゃない。私は数学の偏差値38なんで全然わかんないんですが、数学者の天才たちの学生時代の話で、数学の話っていうとお堅いというか文系の人わからないがちって思うかもしれんのやけど、多分肝は数学の話じゃなくてモチーフが数学なんであって、天才であるがゆえの孤独とか、天才じゃなかったとしても持ってる自分に対するコンプレックスとか、大学生の時って進路に悩むじゃないですか。自分って本当にその才能あるのかなとか、就職して言い方悪いですけどつまんない仕事に就くしか人生ないのかなみたいな、ある意味自分の天井が見えてくる時期でもあって、でその中にあって数学という道を選んだ才能のある子たちがどうやって葛藤して、でどうやって
タイトルに証明ってある通り、その自分の力を証明するかというか、自分のアイデンティティを証明するかみたいなところで戦ってる人たちの話で、友情の話でもあるんですが、最後の展開が数学がわからない私が読んだとしてもすごい美しい、ある難解な証明について、難解な証明問題について取り組む話でもあるんだけど、それについての一気にバーって謎が解き明かされる、その証明が確立されるシーンがあって、なんかそこがね、数学わからないのに号泣してしまったから、なんか理系の人が読んだらね、泣いて目がなくなるんじゃないかって思う。すごいいいですよ。青春のお話でもある。次ですね、ここ十二国旗という、さっきもゴーストハントで出てきた小野冬美先生の超大作のファンタジー小説のコーナーなんですが、前作った本棚紹介でかなり厚めに語ったので、ちょっと今回は省きます。ただでも異世界転生の走りといったらちょっとイメージが違うんですが、この日本人の女子高生の陽子さんが中華風ファンタジー世界にぶっ飛ばされて、なんかそこで人間的に爆裂な成長を遂げるんですよ。なんかキャッキャ夫婦恋愛みたいな感じではなくて、もう人間としての成長が凄まじくて熱いんですよ。本当にいいので、この陽子さんが主人公の巻はここぐらいまでしかないんだけど、だんだんその主人公が変わっていってっていう、男の子メインの話もたくさんあってとても面白いんで、ぜひ読んでみてください。というか十二国旗おすすめ動画は私の本棚紹介に限らず YouTube に無限に上がってるので、ぜひぜひ見てみてください。最近完結したんで今読み時ですよ。今お得です。今読み時なんでぜひ読んでください。でこっちにジャンプ漫画のワールドトリガーがあります。で前は十二国旗のこの画集、綺麗ですね。この画集をここにデーンって飾ってたんだけど、ちょっとワートリを買ったので一旦画集はちょっとね隅っこに立てかけていて、なんでワートリになんかこんな本棚のいい場所を与えたかっていうと、ワールドトリガーが死ぬほど面白かったからです。で実は今新刊が発売されてて、アニメイトに特典付きのやつ買いに行こうと思ってるんで最新刊ないんですけど、ジャンプスクエアで追ってます。ワートリくんはね、私が長々とワールドトリガーを読めラジオっていう動画を昔上げたんで、あれなんか1時間半ぐらいワートリの魅力について語ってるんで、暇な方はね聞き流してくれると嬉しいなと思います。バトルが面白いんじゃ。バトルをこんなに面白いと思ったの初めてなんじゃ。本当に面白い。もう本当バトルとかなんかルールとか覚えるの苦手な方なんだけど、もう何回も何回も読み返してなるほどねってなれるんで、じゃあ去年の夏はワールドトリガーのことしか考えられませんでした。そして推し2人のアクスタを買いました。じゃあ次は下から2番目の棚行きましょうか。なんか空論ジェネリックロマンスとか異国日記はね前紹介した気がするんで、今回はこの煙と蜜という漫画から行こうかな。もう6巻も出てんだ、いつの間に。今これどういうお話かというとですね、ここに書いてある通り、姫子さん12歳と文治さん30歳の恋愛の漫画なんですよ。っていうと犯罪じゃんみたいな、正しい令和的感性を持ってる人は犯罪じゃんと思うだろうし、私も犯罪じゃんとは思ってるんですが、これは犯罪ではないんですね。その舞台を大正時代にしていることによって、大正5年が舞台なんですが、なんかその時にしかなかった愛情の関係をすごく柔らかく丁寧に可愛らしく描いていて、それがすごいいいんですよ。そのフェチズム的な萌えもありますよ。そのちっちゃい可愛いお人形さんみたいな女の子とバキバキの軍人で優しいけど色気がある男の人の恋愛は、理性の私が犯罪じゃんって言いつつも、なんかどっかで感じるオタクの私がフェチズムだって思って読んでるとこはあって、このね先生ね絵がうまいんですよ。ちょっと中見せられないのが残念なんですが、絵がすっごくうまくって、その大正時代の、一応戦時中ではないという設定なんですが、その大正時代のお金持ちのお嬢さんのお屋敷とか軍人さんたちの勇ましさっていうのを、今のその令和の時代では若干忌避されるような女らしさ、忌避されるような男らしさっていうところをこの昔の時代に落とし込んで描くことによって真正面から描いていて、それはそれで萌えがあるよなみたいな、ちょっと思い出してきた気持ちになれますね。でなんか恋愛漫画ではあるんですけど、人間として成長していく漫画でもあって、ときめきとかはもちろんあるんだけど、その文治さんめちゃくちゃまともな人なんですよ。事情があって超年の差婚をせざるを得なくなってしまった2人なんですけど、この姫子さんはもう年頃の少女らしく可愛い可愛いお人形さんって感じなんだけど、文治さんがまともな大人なので超普通に見てられます。うわキモみたいになるとこがないです。
もちろんなる人もいるかもしれんけど、ある程度令和的な感性を備えてこの年の差婚の話を読んでもなんかうわ気持ち悪いなみたいに思わないのは、作者の方が多分すっごい丁寧にその穏やかな人間関係とか優しい愛情の形っていうのを6巻分積み上げて描いてるからだなって思いました。ちょっとね私口が悪かったんで申し訳ないんですけど、もう 100% 燃えるというか可愛いという気持ちでこのカップルのことは応援しています。ちょっとディスプレイを紹介しようかな。これはね本棚に両面テープで直で貼っているポストカードなんだけど、この可愛いイラストは海島千本先生という私が大好きなイラストレーターさんの画集についてきたポストカードです。で海島千本先生のその画集がここにあって、ルームスっていうお部屋をテーマにしたイラスト集になっている。だからポストカードもねお部屋をテーマにしててとっても可愛いんですよ。可愛い、細部まで凝ってて色のバランスが大好きなんですよね。猫ちゃん可愛いね。で上にあるのがこれは葛飾北斎の絵ですね。北斎美術館に行った時に買ったポストカードですごいいいんですよね。なんか日本画ってこう色のバランスが西洋の絵と違っててトーンが均一がちというかのなんか時代にもよると思うんですけどイメージがあって、なんかこういう淡々とした絵柄が一周回って今の時代のちょっとモードっぽい雰囲気と通ずるなと思ってるので好きです。じゃあ次はこの強烈な存在感を放っているカレンダーの紹介いきます。これはね韓国で買ったんです。韓国旅行 Vlog が上がっててそこでも紹介してるのでぜひ見てみてください。これが欲しくて韓国に行ったまである。なんかね雑貨屋さんデザイナーさんのインスタのアカウントがあって、でなんかちょっと S 字フックで不安定な感じで本棚に引っ掛けているんだけど可愛いんですよ。2月がこういうシンプルなデザインで3月になるとちょっと色が変わるの。色のバランスがすごいおしゃれじゃない？なんかこういう色彩感覚を持ってるって本当素敵だなって思って、私の趣味と合致してるって言ったら、あれなんですが、本当こう色の感覚のバランスがいいアーティストの方尊敬しかないです。だからどこの月もねめくっても可愛いんですよ。その文字と数字だけのシンプルなデザインだけどもう毎月毎月めくるのがとっても楽しみで、なんと表紙がカレンダーのですね表紙がめちゃくちゃ可愛いんです。さっき動画にも表紙の状態で写ってたと思うんだけど、見て可愛くないめっちゃ可愛いよね。なんか表紙がこう派手派手な可愛いポップなうさちゃんっていう感じだけど中がこうちょっとねストイックな感じの数字だけみたいなのもギャップ萌えだなって思います。なんでこのアーティストさんが来年ももしカレンダー出されるんであればまた韓国にピュンと飛んで買いに行きたいなって思います。でこの辺のディスプレイは前の紹介の時とあんま変わってないんでサクッといかせていただきますが、観葉植物があります。でお母さんが買ってきてくれた沖縄のお土産と、あとこれは可愛いアイスティーの箱の中にはいただいたお手紙がいっぱい入ってます。で今年のお守りですね。去年のお守りはちゃんと神社でお返しして燃やしてもらったんで、今年のお守りとあとはモネの画集があったりとかっていうのは変わってないですね。ここのディスプレイね大きくいじったの多分今まで2回ぐらいで、なんでもうそろそろ大きくいじろうかなとも思います。かわいいシルバニアファミリーがいるんですよ。ではですね、じゃあ私が愛する商業ボーイズラブコーナーに参りますか。どれにしようかな。どれもいいんだよね。じゃあ今回はみんな大好き夜明けの歌と、あと私大好きマウリとリュウにしますか。夜明けの歌はですね、ドドドファンタジーボーイズラブなんですが、なんか私ファンタジーどういうジャンルにおいてもファンタジーの方が現実を舞台にした漫画より好きになりがちなんですが、
今まで読んできたファンタジー BL の中でもなんて言ったらいいのかな、そのボーイズラブの恋愛のエモいパートと、そのファンタジーとしての先の展開がすっごい気になるっていうパートのバランスがよくって、でしかもなんか言い方あれなんですけど、そのファンタジー部分が例えば欠けてたとしても、その BL の人間関係だけで十分大ヒットするだろうなっていう濃密な描かれ方をしてて、で例えば BL じゃなかったとしてもめちゃくちゃファンタジーとして面白くてヒットしてただろうなって思わせてくるような、なんかすんごい強いぶっとい柱がファンタジー BL っていうのが2本デンデンで立ってるような豪華な漫画だと思います。でなんかまあお話としてはなんかそのみんな人類が暮らす島があって、でその島を回る、その島を取り囲む海があって、でその海がその人を襲うんですよ。でその海が人を襲うんだけど、その海に対抗できるその少年がいて、巫女みたいなカンナギ様っていう少年たちがいて、少年少女がいて、で海に立ち向かって戦うんですね。夜通し踊るように戦ってみんなの安全を守るみたいなことをしてるんだけど、そのカンナギ様たちはここにあるようにその指の先がだんだん黒くなっていっちゃって最終的に死んでしまうっていう。でしかも見た目の成長も遅くて、そのずっと子供の容姿のまま生きていくことになるっていう業というかカルマを背負った人たちなんだけど、なんかそのカンナギのその孤独に暮らしてた青年、見た目少年の青年に対してこの村の青年がいて、この黒髪の人なんだけど、この黒髪の人が彼ですね。このアルトという名前の黒髪の男の子がその関わっていく中で、その彼がそのカンナギ様の指先の黒ずみとか体が黒く侵食されていくっていう症状を消せるっていう不思議な特殊能力があるっていうのが判明して、彼はそのカンナギ様の青年のことをすごい気にかけてるし、カンナギ様の方もそのただの村人の彼なんだけどに対して、だんだんその疑いがだんだん信頼に変わっていって愛情に変わっていってってなる中で、じゃあなんで海が人を襲うのかとか、なんでカンナギ様は不思議な力で島を守れるのかとか、ではなんで普通の青年だったはずの彼がカンナギ様の体の不調を治せるっていう特殊能力を持ってるのかとかが、どんどんその BL の側面とは別の世界の謎を解き明かすっていう方向でのファンタジーの展開で明らかになってくるんですよ。でそれがすごい面白くて、なんか最新刊あたりの展開ってもしかしたら賛否両論あるかもしれないんだけど、私はそのもしかしたらこうかなって思ってたのがちょっと若干当たっててすごい興奮したのね。世界が一気に広がる感じ、これ言い過ぎるとネタバレになるんだけど、進撃の巨人のマーレ編が好きな人は多分好きだと思うなんでそれはそのねファンタジー作品楽しみたいなって人にもおすすめです。では人間関係部分なんだけど、その BL っていろんな類型というか愛の方角がちょっと激しめだったり穏やかめだったりあると思うんだけど、この2人はすっごい穏やかなピュアな愛情を育んでいくので、その、少女漫画的な愛の描写が好きな人とかはすごい楽しめると思うし、癒されたいな疲れたなっていう時に読んでもなんかあまりに2人がピュアピュアでそのちゃんと目の前の人を見て愛そうっていう気概が感じられるのでおすすめです。ぜひ読んでみてください。じゃあ次は本春平先生のマウリと竜。いつ買ったんだっけな。結構不定期に出るからもしかしたら3巻出てるのかもしれんけど、私は1巻と2巻を持ってます。これはですね絵本のような BL だと思っていて、私はそのボーイズラブに限らず、ラブに限らずその違う者同士の交流が好きで、これはもう人間と竜というか神様たちの関係の話だから、違う者同士の関係の極致というか、なんかそういう人たちが、違う人生で違う種族だから相互不理解っていうところから始まって、でだんだんその恐怖とか誤解とかを乗り越えていってお互いをただお互いとして受容するっていうお話が好きなんですが、なんかそれをその説教臭くなく柔らかくなんていうかな、絵本とか童話みたいな感じで描いてて、それすごいいいですね。でさっき紹介した夜明けの歌とか、なんかそっちのファンタジーは細かく世界の成り立ちとかまで説明していく感じなんだけど、このマウリと竜はその逆でというか、ただ世界にあるものはあるものとして穏やかに描写しているので、また違った味わいがあっていいんですよ。でこっちも穏やかラブ系ですね。私は BL は穏やかラブが好きなのかもしれん。
激しいラブはちょっと心と体が息切れするのかもしれんなっていうのにまあちょっと最近老いですかね、ちょっと感じてきました。でこれもとってもおすすめです。可愛いです。神様ものが好きとかなんだろうな、異種族ものが好きな人はぜひ読んでみてください。一番目に入りやすいところに呪術廻戦の祭壇を作ってます。やった。いやちょっとねグッズが多すぎてにぎにぎしすぎるのでちょっと若干落ち着けようかなって思ったんだけどいらないグッズがなさすぎてこのようなありさまになっています。こんなはずでは。で呪術廻戦についてめちゃくちゃ語ってる動画って実はなくて私の動画の中で呪術についてめっちゃ語ってる動画ってあんまないんだけど、その理由は一つで好きすぎて説明できないんですよ。もうちょっと気持ちが落ち着いてきて3期のねアニメが放映されてるぐらいのタイミングで呪術廻戦を読めラジオとかが撮れたらいいなって思うんだけど、もうご覧の通り五条さんとその親友の夏油さんの関係に狂い散らかしてて、もう思えば思うほど涙が止まらないみたいな状況なんで、ちょっと一旦割愛します。好きだっていう気持ちだけはここに置いておきます。せっかくなんでグッズをちょっと紹介しようかな。これは挙式紫という大技を打ってる時の悟のフィギュア。ちょっとツンツンしてて足が長すぎてちょっとはみ出てるっていうね。でこれは呪術廻戦ゼロの映画のなんか来場者特典のカードで、ちょっと取り出すの危険だからカメラ近づけるわ。これはですね、呪術廻戦にはゼロ巻というものがあって、その1巻から始まるお話の前日譚があって、それが映画になってるんですよ。もうマッパの麗しい作画で映画になってて、それの来場者特典のカードをアクリルのクリア写真立て買ってて、でそれでその写真立てにはめているという感じですね。これは爆エモなんですよね。この2人親友同士で、いろんな悲しい出来事があってどうしようもない思想の違いがあって、それで別離への道を選んでしまって、本編にもつながっていく重要なタームなんですが、その時のエモすぎるカードをこうやって飾ることによって見るたびに心が苦しくなるみたいなことをしてます。でこっちにあるのは呪術廻戦カフェの去年かな、2024夏の呪術廻戦カフェのサトルのアクスタですね。これはですね、買ったはいいものの飾る場所がなくて開けられないという、すんごい可愛くないですか。これイラストレーターさん、確かマッパのすごい若いアニメーターの方だったと思うんですけど、ちょっと違ったらすいません。私ツイッターでその方のアカウントを見つけて、うわこの人が神かっつってその時に得た情報なんで、違ったらすいませんなんですが、さすがねお若いおしゃれなセンスがね光っててね、着せてる服がねすっごいおしゃれで最高だなって思っちゃって、このすぐるくんも夏油すぐるは前髪が独特なんでファッション難しそうなキャラではあるんですが、このシャツインのバランスとかこのサンダルの感じとか黒いマニキュアとか、いやー素晴らしいセンスをなさってる。なんか好きなキャラに素敵な服着せてもらえると嬉しいですね。でこれはこの3人の同級生のうちの1人の女の子翔子ちゃんの服可愛すぎません？このピタッとしてるシースルーからのダボっとしたデニムのシルエットがなんか今時の JK っていう感じで、彼らは多分平成を生きた高校生なんですけど、もう今時感がとってもあって、でもへそ出しってあれなのかな、一周回ったリバイバル流行なのかな、分かんないけど、なんかこういう素敵なね洋服のセンスを持ったアニメーターさん、イラストレーターさんが公式でイラストを出してくれるのって結構貴重だと思うので、大事に保管しようと思ってます。これはですね、一番くじのアクスタで、私はこのアクスタの存在に気づいたのがかなり後だったんですよ。もう一番くじが開始して結構しばらく経ってからこのアクスタの最高アクスタの存在に気づいて、一番くじとかあんま引かないタイプだったんですけども、これは死んでも欲しいと思って東京中のコンビニに行ったんですね。確かファミリーマートだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、でなんだけどさすがに在庫がどこもなくて、私は推理したんですよ。できっとエリートサラリーマンとかバリキャリの人たちってその自分の職場の近くのその一番くじなんて引かないだろうって、例えば隠れオタクでやってたとしてもそんなとこじゃ引かないだろうっていう予測を立てて、東京の丸の内近辺とか霞が関とかなんか経済産業省のコンビニとかを目指して回って、さすがに経産省は関係者以外立ち入りできないって受付の人に聞いたら教えてもらったんで、すご帰ってきたんですけど、
なんか無事にね神谷町という非常にサラリーマン集いし東京の中心の場所のコンビニでまだ箱ごと在庫があったので無事に引いてゲットしましたという逸話があります。でこれがヌードルストッパーですね。カップラーメンの上に置くやつを2人が向き合っているように配置してます。これねおしゃべりしてるんですよ。2人でね高校時代の友情そのままにバカ話ができる世界線だったらよかったなと思いつつ切ない気持ちで眺めてます。でルカップはいろいろ出てるけどうちにあるのは2セットだけで高校時代と現在で後ろに隠れちゃってるけどこれが、呪術廻戦のアニメのサウンドトラックの CD ですね。ちょっと反射で見えづらいかと思うんですが高校時代の五条悟と渋谷事変っていう大事件が起きた時の五条悟の顔で切ないんですよね。なんか目の前にこの影がその親友の夏油傑の肉体を持つ何者かの影が映っててそれと相対してるシーンでこっちの微笑んでる方の悟のレンズにはかつてすごい仲が良かった親友の夏油傑の姿が映ってて、別れのお話というか呪術廻戦は愛の話であり別れの話でもあると思ってるのでそういう切ない関係をね匂わせるジャケットが素晴らしすぎてサントラの CD を購入しました。この辺にある漫画はもう全部大好きというか私の人生のスタンディングメンバーの漫画なんですけど、一番最初に買った本棚がここなんでもう必然的にここに入ってる漫画が、古くから持ってる紙で持ってる漫画みたいな構成の本棚になっててで乙女語りは前の本棚紹介とかでもう散々説明しちゃったんで説明したい気持ちは山々なんですが省きます。で乙女語りを書かれた森かおる先生の前の作品エマという漫画があってこれは中世イギリスの、メイドさんのエマというメイドさんが主人公でそのエマとそのお屋敷の青年、つまり貴族の青年の恋愛の物語です。でですね、森かおる先生はですね乙女語りでもそうなんですが立場とか身分とか国が違う2人の恋愛を穏やかにだけど強靭に書くのがなんかすごいいいところだなって思っていて穏やかに愛を育むんだけどやっぱり世界に邪魔されるんですね。世界というか2人を取り巻く周りの意見とかその当時の常識とかいろいろあるじゃないですか。それを愛の力だけで乗り越えていくお話を書かれていて、絵がめちゃくちゃ上手で当時の文化がもうこのまま資料になるぐらい勉強の資料になるぐらい絵がうまいというのもあるんですけどなんかそういううまい絵の中で多分現実ではあまりなかっただろうなっていう奇跡的に成就していく恋愛を描くことでその奇跡がまるで現実にあったんじゃないかっていう風に読み手は思うことができるんですよ。生地絵が本当に上手なのでなんていうかなドキュメンタリーを見てるような気持ちになる。だからそれがすごいいいんですよね。いいですよ。私はもう完結してから買ったんですけど、ネタバレせずにネタバレ踏まずに読んでどうなるんだみたいなこれがお相手のお顔なんですがどうなるんだっていう気持ちで読んでたんですけどもう爽やかに私の心が癒される終わり方をしたのでぜひ皆さんにもお勧めしたいです。じゃあ最後はアリスラン戦記は確か前回ご紹介したんでじゃあ来世は他人がいいにしますか。パンチがあるいいタイトルですよね。でこれはねどういうお話かというと、大昔ピクシブにオリジナル作品として小西先生がアマチュアだった時代にアップされてた時から地味に知っているんですが、アフタヌーンで連載するようになってで最近今アニメ今やってんのかなもう終わりかけかなぐらいなんですけどアニメ化もされてるお話で、ヤクザの孫なんですね主人公の吉野ちゃんが。でその主人公の吉野ちゃんが大阪の強力なヤクザの孫でもなんか普通の感覚も持ってるけどどっか頭のネジがぶっ飛んでる女の子でその彼女と結婚させられそうなというか親同士のあれでちょっと一緒に住んでみたらどうみたいなちょっとフラグが立つ男の子がいてそれが霧島という東京のヤクザのお家にいる
若い男の子で、本人は2人とも高校生なんで本人はまだヤクザじゃないって言い張ってるんですけど、ちょっと完全堅気の私から見ると、2人ともヤクザなんですがなんかね、そのヤクザものの男とその恋に発展するみたいなお話はいろいろ名作が多々あるとは思うんですが、この来世は他人がいいのいいところは、この深山桐島は狂ってるんですよ。もう暴力もそうだし、なんだろうな、軽率にこの言葉使いたくないですけど、ちょっとサイコパス寄りというか、人がその快楽を感じるところで快楽を感じず、人がドン引きするところを生きがいとしているような男で、その深山桐島が例えば犬だとしたら、この主人公の吉野ちゃんはその飼い主なんですよ。なんかこの2人はその恋愛関係に、今後なっていくんでしょうし、なっていくんだろうけど、というよりもなんだろうな、お互いの魂を握り合ってるというか、間違ってもその我々が予想するような愛情の交換ではないんですね。この2人をつないでるのは私が想定していたような愛情ではなかったけど、その狂っている深山桐島よりもさらにもう 2,3 枚上手に実は狂ってるんじゃないか説があるこの吉野ちゃんが、そのもうすごい度胸があって判断力があって、常人では考えつかないぐらいの行動をバチバチに決めていく女なんですが、その彼女がね、そのめちゃくちゃ喧嘩が強くてめちゃくちゃ頭いかれてる男を従えてる図が、フェチ的にもいいし、そのこういう形の絆もありかみたいな気持ちになってくるので、新しい扉開きますよ。面白いです。お話の展開自体も、ヤクザものなんで、その主人公たち高校生たちが知らないおじいちゃん世代のヤクザたちの構想があったりとか、そこでなぜか吉野ちゃんが狙われたりとか、まだまだ謎が多いんで続きが楽しみな作品です。絵がねうまいですね。初期と比べるとちょっと塗りが変わった気がしますね。両方とも私は大好きです。でですね、アニメから見ると楽しめるなっていう人はいて、漫画もアニメも両方ともおすすめなんですけど、男性声優さんに異常に詳しくて男性声優が好きっていう人はアニメから見るといいなって思いますね。この深山桐島が石田明なんですよ。石田明さんがというか石田明さんのキャラクターがある女性に対してなんか好き好き大好き結婚してみたいな感じに言うアニメって実はあんま多くなかったじゃないですか。しかも深山桐島狂ってるので、吉野ちゃんのことが大好きなワンコロなんですけど、だけどその、サイコパスセリフをめちゃくちゃ言うので、なんか知らなかった石田明の声聞けますよ。なのでね、アニメおすすめです。でちょっと今謎が多くて果たして正体は誰なのかみたいな人がこのあざみという男がいるんですが、彼はその神谷博さんが演じてたりとか、とてもね猟奇的な男性声優さんの声が聞きたい方は聞いてください。アニメ作がちょっと独特かなっていう感じではあるんですが、もともと違和感感じない人もいるだろうし、慣れてきたら全然楽しめると思うし、この吉野ちゃんの、家族というか血がつながってない家族のこの翔馬くんも遊佐浩二さんがねっとりした関西弁を喋ってるので、声優ファンの人は見て損しないと思います。もちろんお話もめっちゃおもろいです。その男たちが全員狂ってるのに誰よりも一枚上手の吉野ちゃんがもうなんか吉野様みたいな気持ちになるんで、強い女性が見たい人も見てください。一通り想定していた内容の収録が終わったということで本棚紹介動画はですね、撮るのが部屋の中で完結するのですぐ終わるかなって思いつつ、毎回私がですね喋りすぎてしまうところがあるので、なかなか今回の撮影3日にわたって長引いたんですが、とっても楽しく撮らせていただきました。少しでも皆さんの何かのねお部屋作りとか、なんか次何の漫画読もうかな、何の小説読もうかなっていうのの参考になれば嬉しいなと思うので、楽しんでいただけたらよかったなと思います。じゃあまた何か本棚に進捗があった場合とか、この本紹介したいっていうのがあった時はもうなんか不定期更新の動画で申し訳ないんですけど、今後ともいろいろ紹介していこうと思うので、ぜひよろしくお願いします。ではありがとうございました。バイバイ。